チャンネル高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい、皆様こんばんは、こんばんは。聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは、カラスマ100です。本日はですね、左翼 VTuber が総選挙についてリスナー様とトーク、カラスマトークスペースということで、本日はディスコードを利用しましてリスナーの皆様と、2月8日に決まっちゃいました衆議院議員選挙などについてお話ししたいと思っております。予定投票先や政党政策などチャットの皆様も交えてゆるく議論できればと思います。はい、現在進行形の政治家等について話しますので視聴にはご注意ください。あとカラスマは緊張や集中で思わず笑ってしまうことがありますが、ゲスト様などを嘲笑しているわけではありませんのでよろしくお願いします。はい、ということでですね、皆様お集まりいただきありがとうございます。しょうがさん、ミニラトルさん、伊沢さん、アブソリュートさん、つばきさん、ゴゴブリンさん、キアミフさん、マオさん、オバスンさん、アクエリアスヨッチャーさん、はじめまして、マヤピョンさん、ありがとう、コメントありがとうございます。お疲れ様です。来ていただいてありがとうございます。ケイトさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。はい、ちょっとですね、以前ヘイターの方が来てしまいまして、カラスマトークスペースいろいろ失敗してしまったんですけど、申し訳ございませんでした。今回はちょっと反省してですね、あらかじめお約束した、ゲストスピーカーの方とディスコードで、通話させていただくこととなりました。1人目の方はそろそろ用意の方10分ぐらいになったらですね、話しますのでよろしくお願いいたします。ということで、注意なんですけれども、私と、ゲストの方が1対1でお話しいたします。1人30分ぐらいお話しする予定です。差別発言、ヘイト、侮辱、必要な個人攻撃、嫌がらせ等は、そう、スピーカーの方もですね、コメント欄の方も皆さん当たり前ですけど、ご遠慮ください。個人情報や、脅迫、暴力なども、ご遠慮ください。今回ちょっとね、ゲストスピーカーの方がいらっしゃいますので、ルール違反等がありました場合、チャット欄の方もですね、最悪バンさせていただくことがございますのでよろしくお願いいたします。はい、ということでサリーさん来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。キャビさん、ガザへの寄付ありがとうございます。本当に無理しない範囲でですね、本当やってくださいね。
ね、もう本当に数百人以上ね、寄付を求めている方がいらっしゃるので、はいですね。でも本当にね、拡散して、で、もっともっと寄付が集まればいいんですけど、本当にね、やってられないですよね。はい。ベタさん、ここからです。来ていただいてありがとうございます。ということでですね、ちょっと寄付っていうわけではないんですけれども、概要欄の方に、貼っておいたんですけれども、スーダン市民の命を奪う武器を送るな世界最大の人道危機を止めてくださいということで、アムネスティインターナショナルさんからですね、RSF 特殊軍事部隊による虐殺が続いているスーダンに関するですね、オンラインアクションが、アムネスティさんからメッセージが出ております。目標3000人中まだ300人しか集まってないという状況でございますので、スーダンの状況に関心のある方はぜひとも署名にご協力ください。はい。ですね。ただ、寄付に関してもね、こういう署名に関してもですね、正直ね、罪悪感を感じててもね、なかなか、事態がね、好転するわけじゃないので、やっぱりね、ある程度割り切って支援を続けていくしかないかなとは思います。はい。本当ね、こんな状況で総選挙なんてやってる場合じゃないと思うんですけど、私ですね、いつも総選挙の時は皆様にアンケート取ってるんですよ。これ一人目の方ともお話しすることになると思うんですけれども、ラジオリスナーの皆様にですね、衆議院議員選挙での比例投票先について先んじて聞いておきました。中道改革連合、社民党、共産党、その他というですね、まず普通の、政治系 YouTuber だと、まずない4択。ちなみにですね、本当は令和さん含めて5択にしたかったんですけど、YouTube の制限で4択にしかできなくなっちゃったんで、4択になってます。はい、結果ですね、今のところなんですが、中道 16%、社民党 18%、共産党 49%、その他 17% というですね、圧倒的な結果が起きておりますね。いつものことなんですけど、私のですね、リスナーさんでですね、なんて言うんですか、全員が投票したらですね、私たちのリスナーさんのみで投票したらですね、共産党さんが与党になるんですよ。素晴らしいことだと思います。はい。ということでですね。そうですね、ガザへの寄付もね、穴の開いた状態の箱に今ね、水が出ないようにですね、せき止めてるだけのような、本当ね、状態なのでですね、なんとかして、新しいですね、中道さんがどこまでいけるかわからないですけれども、政権を立ててですね、状況を変えていくしかないかなと思います。はい。ということでですね、早速ちょっとゲストの方を最初お呼びしたいと思いますので、もしトークにちょっと出られないとかありましたらですね、急遽2人目になったりとかちょっと雑談したりとかあるかもしれませんので、そろそろお呼び立てさせていただきます。よろしくお願いいたします。それでは少々お待ちください。ディスコードの音ね、ちょっと調整しますけど、大きすぎるとかあったら言ってください。ディスコードはこれでいいはずだな。はい。では、通話します。もしもし。聞こえてますかね？聞こえてます。よかったです。ディスコードすいません。ちょっと何分初めてなので。そうなんですね。いや、すいません。いきなり。いや、よかった。自己紹介からですね。そうですね。お名前教えていただけますか？はい。どうも皆様、お初にお目にかかります。常日頃チャット欄を荒らしております、しょうがと申します。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。しょうがさん来ていただいてありがとうございます。お願いします。はい。というわけで、一人目のビッグゲスト、しょうが様でございます。いや。ただのポンプでございますので、本当にお手柔らかにお願いいたします。いえ、こちらこそよろしくお願いいたします。ナミ様、ここからです。来ていただいてありがとうございます。しょうがさん、今、音聞こえてますかね？大丈夫ですかね？聞こえておりますよ。はい。大丈夫ですか？はい。ということで、しょうがさんにですね、教えていただいたというか、私がですね、過去にやっていたアンケートがあったんですけれども、まずそちら表示してもらってもいいですか？
はい。ごめんなさい。私、今、ちょっと手元にスマートフォンしかなくて、配信画面がちょっと見れあ、ないので、そうなんですか。申し訳ない。申し訳ない。あ、じゃあ、口で説明しますね。すーいません。お手間おかけして、もう、本当に。はい。いえ、とんでもないです。いや、生姜さんがそもそも教えてくれたんですけど、私ね、過去のアンケートの結果とか完全に忘れててですね、あの、2024年のおそらく5月ぐらいに、1回目のアンケート取ってるんですよ。で、その時は、おそらく選挙とかなくて、まあ、なんで取ったのかよく覚えてないんですけど、本当に。当時はですね、社民党さん12%、れいわさん8%、共産党60%、立憲民主党13%、その他6%っていう結果だったんですね。まあ、当時は5択だったので、はい。はい。で、次に、ですね、24年の10月の石破さんの時の衆議院議員選挙の時は、立民7%、共産党65%、社会民主党12%、れいわ4%というですね、圧倒的に共産党さんというすごい結果だったんですけども。で、まあ、参議院議員選挙の時はですね、まあ、ちょっと共産党さんの割合減ったんですけど、共産党43%、社民党がすごい伸びて36%、まあ、社民党さんで当時ラサールさん出ててね、おそつわきさんも出てたので、やっぱりすごいそうですよね。投票の機運が高まっていたんだと思うんですけれども、はい。で、ただ今回の結果ね、それに比べるとですね、ちょっとすいません、ちょっと出しますけども、今回ね、中道がですね、やっぱり16% いるっていうことで、私のですね、アンケートとしては驚異的に高いんですよ。珍しいです。珍しいというか、4回だけですけど、でもなんか立憲民主党大体一桁台な感じやったのが、いきなりダーンとそうなんですよね。上がったっていうのが、ね。だからね、やっぱり今回中道連合にすごく期待してる人が多いのかなという感じは受けましたね。そうですね。ということで、ちょっとアンケートの話だったんですけれども、生姜さん、それでなんか今回ですね、衆議院議員選挙についてはどうですか、何か思いとかいろいろございますでしょうか。はい。まず私、大阪の人間なので、やっぱりこう、やっぱり大阪5区からですね、もう、ね、例の方が出はるじゃないですか。杉田水脈とかいう名前の。水脈杉田が出ますよね。はい。杉田様が、はい、お出になるということでですね、はい。ちょうど、その大阪5区っていうのが、はい。大阪市の、此花区と、淀川区と、西淀川区、東淀川区を合わせた選挙区になってまして、はい。その淀川区にですね、ちょうど、大阪のそのミニシアターの、第七芸術劇場っていう映画館があってですね、はい。ちょうど、東京で言うと、ポレポレ東中野とか、なんかそういう、北海道の札幌にも多分いっぱいあると思うんですけど、政治的なドキュメンタリーとかをですね、結構、上映してくれるミニシアターなんですけど、はい。で、やっぱりその、共産党、多分おそらく共産党とか社民党を支持してらっしゃる方が、そういう層がですね、結構観客の方が中心なのかなっていう感じで、で、そうなんです。で、ちょうどその映画館の近くに、ピンナ食堂って言って、多分すごいもう有名な、在日コリアンの方の、店主さんが、お店がですね、ちょうどあって、もうそこのお店で出されてる、チヂミが、多分日本で一番美味しいと思うんですよ。そうなんですね。はいはい。なんですよ。だから、もし、リスナーの方も大阪来られたら、重曹駅の近くにあるので、いや、ぜひ行っていただきたくて、なんかちょうど共産党のその議員さんとか、あと、カウンターのよく参加される方とか、そういう結構、ちょっと名の知れた方もよく通ってらっしゃるので、なんか運が良
ければ、運が良ければちょっとそういう方とお会いできて、なんかお話できたりとかするかもしれない。もう何食べても美味しいので、ちょっとぜひ足運んでいただきたいなっていうぐらい素敵なお店なんですけど、そういうやっぱり淀川区っていうのが結構そういう、私にとって結構、なんですかね、愛着のある、なんかお店とか映画館とかがあって、で私大阪市の外の、全然大阪市在住とかじゃなくて、大阪府のもう南部の方に住んでるので、はい。全然淀川区とはもう全然関わりはないんですが、はいはい。やっぱり、そういう、すごい、それでもなかなか愛着のある素敵なところなので、そこからよりにもよってですね、よりにもよって、なんかこう、セクシャルマイノリティやら、在日コリアンやらをこう、なんかこう、憎悪を煽るような人が出馬をしてしまうっていうことがですね、いや、なんかもう完全に本当に喧嘩売ってます。喧嘩売ってますよね、これ。もうそうですね。完全に喧嘩売ってると思いますよ。いや、で、なんでそんな地域に出るんですか、よりによって。だそってこの人うなんですよ。大阪の人じゃなはい。いよね。違います。ですよね。確か兵庫の方やったかなと思うんですけど、うーん。で、今までも多分兵庫の方から出馬されてたんちゃうかなと思うんですけど、なんではいはい。またよりによって大阪うん。謎に来たの、ですこのよね。人って思いながら、本当にね、いやでもこういう人をね、出馬させるね、はい。政権を担ってるというのが高市政権から、ね、出てしまったっていうのが本当に。うーん。なんでこう、杉田さんって、あれなんですかね、自民党は手放せないんですかね、本当に。いつまで経っても謎なんですけど。いやー、でも本当何なんでしょうかね。これを手放さないのっておかしいっすよね、正直言って。なんでっていう。だって正直、まあ、厄介というか、まあ、岸田のはい、時もやっぱり問題になったじゃないですか。問題になったんですよ。一回はい、はい、岸田さんが間違って、なんかちょはい。っと役職に取り立ててしまって、あで、あ、その時に、まあ、私みたいな人間が総務大臣政務官になったんですけど、その時にですね、みんはい、な全員がブチギレてですね、杉田を政務官辞めさせろって言って、結局政務官、岸田さんでは、はい。まあ、しゃあねえかって言って辞めさせたんですよ。だから岸田的はい、にも正直大してまあ重要じゃないというか、まあ正直だから岸田はい、石破ラインでは思想的にかなはい、り違うから、まあこはい、ういうはい。ね極右の人はそんなにね別に優遇してたわけじゃないと思うんですけど、まあでもやっぱこれはなんか高市大先生のそのなんか天の意志が働いたとしかちょっとでしょうね。考なんでしえられょうね。ない。 TM 文書とかにも載ってるんですかね、杉田さんのお名前。いや、TM 文書にはさすがに載ってないんじゃないですかね。TM 文書はまあ、だって高市さんでさえ30回しか載ってなくて、まあ、安倍さんは500回ぐらい載ってるらしいんですけそうです、載っど、てるんですか。はい。まあ、全部私も読んでないんですけれども、はい。もともとそうですね、岡山で出たりとか、ご出身はね、兵庫の神戸市なんですよ。ああ、杉田はい、水脈ね。はい。はい。だからですね、なぜ悟空からよりによってえ、本当によりによってという感じでも、意味がわからないっすよね。そう、最初は維新だったんですよね。しかも、まあ、そうですね。闇の集団維新から出てたんですよそうですね。ね。そうでしうん。たね。だから、こ確かの人、なんか、はい。維新の前に一度なんかみんなの党かなんかに入ってらして、あ、そうですね。みんなで、の党ですね、最初は。そうか。はい。みんなの党ですね。ごめんなさい。はい。そこからなんか、維新がこう、政治塾みたいなものをうんう始んうん。めて、はいで、はいはい。そこに乗っかって、で、維新の方が、うんうんうん。議員になれそうやからっていう理由で確か、くら替えされたようなうんうん記うん。憶が、すごい曖昧なんですけど、いや、多あって、分今ちょっと確認しましたけど、合ってまはい。すよ。杉田さんだから、みんなの党、維新、次世代、日本の心の党、自民党って、まあ結構渡り歩いてるんですよね。あ、そうやったんですね。はあ、なるほど。うん。
子がそれに流れて行き着いて、とうとう大阪で、いやーもう本当にだから、ぜひとも大阪5区のお住まいの方には、もう何が何でも杉田さんを落としてくれと思いながら、い日々ややってるんですけど、いや、これはさすがに当選させるわけに絶対いかないですよ。ただ、響きすぽこさん、コンカラースです。来ていただいてありがとうございます。そう、LGBTQ の人には生産性がないとかっていうとんでもねヘイトスピーチを身長45っていう雑誌でやったんですけど、だからこの人のせいで身長45廃刊したんですよ。猛批判を浴びて、なんで杉田なんかのね、論考を出すんだよって、ヘイトスピーチだろって言って、まあ、ヘイトスピーチだったんでしょうがないんですけど、はい。だからそれほど、まあもちろんね、アイヌの方へのね、人権侵犯とかも認定されてますし、だから、ヘイターオブヘイターだからねもう評価がね社会的に確定している人なので、正直本当ね今復活させようというのは本当理解できないですね。ただ多分小選挙区で勝たせようっていうよりかはやっぱりもともと中国ブロックの人なので、比例で勝たせようという、まあ、目論みな気がするんですよね。なるほど、なるほど。比例中国ブロックがもともとその兵庫から出てたわけですから、まあ大阪だったら、大阪はちょっとでも違うか。比例区が違うんですけれども、比例中国ブロックでまあ前回勝てなかったから大阪に行ったっていうことなのかな。なるほど。なるほどな。だから今回本当ね自民党に投票するとその比例票で自民党に投票するとですね杉田さんが当選してしまうので絶対にね特に大阪付近の方はですね絶対に自民党に入れてはいけません。はい。何が何でも頼みます本当にもう。まあ、大阪5区はねさすがに小選挙区ではね維新とか他の候補に勝てはないとは思うんですけど、そうですね。比例でね自民党が伸びてしまうとまあ下手すると当選するっていう感じですよね。いや本当にもう何度でも蘇ってくるなと思って、もう何度でもちゃんとこう叩き潰しておかないといけないなという、気持ちではおるんですが。いやでもな本当なだって石破さんの時にね参議院議員で比例区でそれでもなんかその死者の蘇りのように出てきてでもまあ叩きのめされてそれで、得票数21位に沈んでるんですよ。だからもう会も会の方で自民党自体、12議席ぐらいしか確保できなかったんですけど、やっぱり石破時代だったっていうのもあってね人気がなくてで落選してねただの人になったのでようやく国会議員辞めてくれたってねみんな安堵したというかあの時ばかりは喝采でしたもんね本当に。そうですね。だからねなんでせっかくまたその落選したのになんでまた当選させようとするんでしょうかね。高市さんの人気のその追い風を受けてもうどうにかこうなんかまた返り咲いたりしないかなとかいろいろ心配ではあるんですけど。参政党バスターズさんコンカラスです。杉田水脈さんは自民党議員の自分たちの言えない本音を代弁してくれる存在だから必要とされているっていやでもそれ言ったらもう本当にだから自民党自体がねヘイト政党ですよねっていう風にね言われても仕方がないと思うんですけど逆を表したって感じですね本当に。だから本質的にやっぱりヘイト政党ですよね。そうだとしたらね。そうですね。まあ高市さんだから余計に言い訳できない状況だとは思うんですけどね。だからね杉田が出てきて以来ですねずっとそういう風に言われていてようやくね石破さん時代でね少しちょっとだけ良くなったって言われてたのに本当ね元に戻ってしまいましたよね全部。一応私はあれです
小選挙区も比例も共産党に入れるつもりではいるんですが、ああ、はいはいはい。はい、そうですね。ちょっとちゃんと言っとかなと思いまして。ありがとうございます。いや、はい、まあ、私のリスナーさんでだけでですね、選挙すればね、確実に共産党が与党なのでですね。もう何かの間違いでなってほしいですけどね、本当に。なんいや、か、右がダメだったら、左に行くかみたいな感じで、なんかはい。騙されたと思ってね、皆さんに投票してもらいたいぐらいなんですけどね、なかなか。そうですね。でもね、なんかその、エコチェンなんでしょうかね。まあ確かに、私はそのヘイターの意見もしょっちゅう目にしてるから、あんまりエコチェンにいる感はないんですけれども、はい。確かに私のリスナーさんっていう限定だけだとね、やっぱりエコチェンバーということになっちゃうんでしょうね。そうだ、そのエコチェンバーといえば、ご紹はい。介していただいたなんかヘイターツイートみたいなのもご紹介していいですか？ちょっと。はい、お願いします。すいません。ちょっとヘイトツイートっぽいのが、その事前にですね、ディスコで、生姜さんからご提供いただいたんですけど、ありがとうございます。ちょっと読みますが、選挙に行ったことのない若者の皆さん、騙されたと思って一度選挙に行って推しに1票投じて8時からの選挙特番を見てください。まで WBC の決勝ぐらい盛り上がるよという、これだけだったらね、まだヘイトスピーチとまでは言えないかなと思うんですけど、そのはい。後ですね、若者の皆さん、マジ選挙に行こうと言って、この人が変な動画を貼り付けているので、ちょっとすいません、40秒ぐらい例の動画流しますね。はい。お願いします。高市さん本人が私が総理でいいか悪いかというのを問う解散選挙ですと言ってるんですけど、国民に対して誠実な総理だなと率直に思いました。行動力があるなって印象です。なんかめっちゃズバズバ物言う人だと思ってます。働いてみたいなところが僕的にすごい共感でして、その言葉が直接総理から聞くことで自分たちも頑張ろうなっていう、なんか大きな変化がありそうでちょっと期待をしているようなところです。そのドラム外交なんかも韓国とのなんか話題になってたりとかするので、すごく若い層にも伝わりやすいな。はい、生姜さん、今動画終わったんですけれども、ありがとうございます。はい。なんかこれ、モーニングショーで流された動画らしいんですけど、プロフ見ると、このドンマイおじさんさんって自民党員の人なんですよね。みたいなんです。みたいなんです。で、正プロフィー体見たりだ。ルのその背景画像もね、ちょうど多分私が確認したときは、イ・ジェミョンさんと高市さんがセッションをですね、行ってる時の写真やったと思うんですけど、そうなんですか。いや、今はなんかね、高市さんとなんか学生の方とかみんなが笑顔の写真になってますね。変わってるんですか？変わってる。こまめに変えてるんや。変えてるんや。そうか。しっかりね、しっかり運営されてますね、ほんと。いや、そりゃでもこんなツイートばっかり見てたら洗脳されてしまうっていうか、そもそもサンモニもこんなもんだ、サンモニじゃない、モーニングショーもこんなもん流すなよっていう感じですよね。そうなんですよ。そうなんですよ。ひどすぎるよね。何でしたっけ？ドンマイおじさんか。最初の若者に投票を呼びかけるツイートも、私からしたら、はいはい。一体どのあたりがどう面白いのかがですね、もう皆目見当がつかなくて、ただそれでも結構、1万リツイートとか7万いいねぐらいの結構7万いいねですね。はい。なってますね。はい。なんで、だから、ちょうど今週の火曜の烏丸さんの配信で、はい。左翼ポピュリズムの展望そうですね。ジョセフ・ヒースの、はい。紹介しました。じゃないですか。で、こういうことか、みたいな感じで。だから、それでいくと、だから、我々はこういうものと戦うと言いますか、相手にしないといけないのかっていうので、ちょっと
ちょうどその火曜の配信を見終わって、次の日にちょうどそのツイートを見かけたので、ああ、これかと思いながら、ちょっと、なんか気が遠くなるような感じがしたんですけど。まあなんか、ちょうど、はいはい、はい。あ、まあいえいえ、どうぞどうぞ。いいですか？ポピュリストのテクニックとしては、やっぱりこの WBC っていうのがね、やっぱりそういう、だからいかにもその政治好きのおじさんとかに訴えられそうなね、そうですよね例えとしてやっぱり上手ですよね。だからこういうとこだけは少し見習わなきゃいけないのかなという気もするんですけど、でもそもそも左派の人って WBC で盛り上がったりしないし、だからそのおっしゃるようにですね、選挙はやっぱりちょっとどういう風になっちゃうんだろう、怖いなって思いながら見てる人の方が多いだろうから。そうなんですよ。そんななんかこう選挙特番を見ながらビール煽るみたいな、なんか酒がうまいみたいな経験を今まで一度もしたことがないので、ないですよね。他の人らはこういう感じで楽しそうに選挙特番を見てるんだと思いながら。いやだって我々基本的にお通夜じゃないですか。お通夜モードというか。まあ私はお通夜の中でもまあギリギリ楽しくあろうと思ってまあ YouTube でああやって配信させていただいたりとか、そうですねそうですね。まあ立憲の議員さんがね勝った時はやっぱり面白いというか、その喜ばしいっていうふうにはなるんですけど、まあでもなんだろう、全体的にね左派が勝てるわけではないので一度対象してるところ見てみたいですね、本当に。そのツイートを、見てて思ったのが、はい、基本的にその今の日本の政治って、その遠くにあるその理念とか大きなものを、その自分の手元にこう引き寄せるみたいな動きがあると思うんですよ。その自分が例えばちょっと曖昧なこう政策とかちょっと小難しい理論にこう自分がそっちの方に行ってこう勉強といいますか学んでいく、なんかこう新しい知識を得ていくというよりかは、そのちょっと権威のあるものを自分たちと同じこう高さの目線の方にこう引き寄せて分かりやすくする、解体していくみたいな動きがなんかあるような気がして、だから多分その WBC とかのその例えとかもうそうやと思うんです。で、そのツイートの中に推しに投票しようみたいな言葉があってありましたね。はい。で、推しってなんかよくよく考えたら割と抽象的な概念やと思うんですよ。結構なんか割とよくよく考えると結構複雑でなんか定義がなかなか難しいものやと思うんですけど、ただなんかこう我々の生活の中で普通になんかこう常識のようにこう流通してるような言葉だなと思って、でなんかそういう次元にこういろんなものをこう引き寄せていくみたいな感じがして、でそういった動きに私たちがこうなんかこう立ち向かっていこうと思ったら同じようなことをするんじゃなくて、むしろ逆に私たち手元にあるなんか日常を通してもっと遠くの世界をこう見上げる、見通すみたいな、そういう風にこう思考を持っていけるようにいろいろやっていかなあかんなっていうのは思うんですけど、全く同じことをしても多分勝てないと思うので、まあそうですね。手元にあるなんかこう日々の暮らしの中のものをこう携えながらでもちょっと抽象的なものにこうそれがそこに繋がってるんだよっていうことをなんかどうにかしてなんかやっていけたらいいなというふうに日頃思いながらおるんですけど、なかなか難しいなというのがですね。やっぱつれわさん、しんつさん、きどりおさん、ここからです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。
まあそうですね。だからこういう人って、まあ選挙は勝つ方に投票したいとか、まあ推し活、ポピュリズム、偶像崇拝みたいなものと非常にね、権威主義とね、とても相性がいいと思うんですけど、そうそうそう。だからなんだろう、具体的なやっぱりアイドルを崇拝してるところが強さであり、まあ逆にね、間違ってる点でもあるっていうところなんですけど、だからやっぱりヒースも言ってます、ジョセフ・ヒースも言ってますけど、マムダニーさんがやったようにですね、具体的な食料の価格が高いでしょうって、卵の値段がこんな高いよねって、これを下げるためにはどうしたらいいと思いますかみたいな行動をですね、地道にやっぱり左翼の人間はやっていけばいい、やっていくしかないのかなというふうには思いますよね。うん。そうですね。NA100 さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。そうなんですよね。だから高市さんってだから韓国のね大統領であるイ・ジェミョンさんと仲良く BTS の曲に合わせてドラム叩いたのに誰も文句言わないんですよね。だからそこが推し活マジックですよね、まさに。高市だったら全てのことが許されるっていうそうですね。絶対ダメ、本当だったらその思想的にイデオロギー的に NG じゃないのかっていうですね感じを受けるんですけど、でも彼らの中ではあくまでも高市さんを崇拝してるだけだから矛盾はないっていう、まあ私みたいな人間から見るとまあ権威主義としか言いようがないっていう感じなんですけど、だけどまあ具体的にそういうなんだろうね、推してる対象高市早苗さんっていう人がいるっていうのがまあ強さであるから、まあ、それに対抗するにはこっちの左派の政治家をアイドル化するのではなくて、もっとなんか身近なね具体的なそういう生活費というかその物の価格の話だったりとか家の家賃の話だったりみたいな生活密着のことをやっぱやっていくしかないですよね。そうですね。それが全部政治につながってるんだよっていうところにどうにか持っていけたらいいなっていうのはすごい思いますね。だから推し活しててもね生活良くならないですからね、逆にみんな貧乏になっていってますからね。そうですね。そうですね。アイドルは、円安だって言ってもなかなかたまらないっていうのが、本当に。まあ、比数も指摘してることですけど、やっぱりインフレーションとかその構造的な格差みたいなのっていうのはね、なかなかポピュリストの人たちっていうのは特に理解しがたい、目の前のことしかやっぱり考えない傾向が強いって思うので、やっぱり具体的なものでね対抗していくしかないですよね。なるほど。ね、なんかまたコツコツ白票投票の呼びかけを見るようになったんですか。いやー。なんかその一つ白票投票で思うのが、なんか衆議院のその比例代表って、なぜかその地区ブロックに分かれてるじゃないですか。参議院選挙と違って。あれってなんでなんかなっていうふうにちょっと最近思ったんですけど。でもそうですよね。だから全国比例の方がいいですよね。絶対いいと思うんですよ。で、ちょうど今回も東京ブロックから大椿さんが出馬されるじゃないですか。そうですね、社民党のね。大椿さんに、入れたい方結構全国的にいらっしゃると思うんですよ。そうですね。だったら、比例も同じようにその全国一律に、なんかどの地域に住んでてもどの人にでも投票できるっていうシステムに変えた方がいいんじゃないかなっていうふうにはずっとっていうか最近思ってるんですけど、なんでそういうどういう歴史をたどって今の選挙制度があるのかなって、もう全然私不勉強なんで、またそこら辺もちょっといろいろ本当たってちょっと知っていけたらいいなと思って。まあもともとね日本ではだから中選挙区制っていうのがね小選挙区制でも、まあ大選挙区制でも比例でもなくみたいなのが採用されていたんですけれども、それがですねまあいろいろなんか選挙改革をしなければならないみたいな動きがあっ
て、それで今の小選挙区比例代表制みたいな形になったんですけど、ただこれを作った人たち、私もそんな詳しくないんであれなんですけど、これを作った人たちの思想って基本的にアメリカみたいな民主党対共和党の二大政党を目指すみたいなですね、思考によって、小沢一郎って人なんですけど、だから思想的にはね、彼らの思想が強く反映されているので、そもそも今の時代に合ってないっていうのがね、やっぱり問題として言われてるとこですよね。はい。いやもう議席を減らす前にそういうところからちょっとやっていただきたいなっていうのは、だから大体の民主主義国家、OECD のね民主主義国家では、その小選挙区ってなくて全部比例代表全国なんですよ。だからそうなると、小さい政党が乱立してね、変な極右がボツボツ出てくるっていう現象も起きやすいんですけど、逆に左翼はやっぱり割と有利なんで、だから左と右の対決になりやすいんですよね。で、中道政党はなかなか伸びにくいっていうそうなんですね。なるほど。なるほどな。だから今小沢さんもね、一時期のパワーはないですけど、今もね中道に長老として居座っているからやっぱり彼のね思想とかも反映してんのかなという気はしますよね。なるほど、ありがとうございます。でも結局二大政党制にすらならなかったし、その政治の言論の場でね、なんかいろんなものが矮小化されたりワンイシュー化されたりするのって、やっぱり小選挙区制とね、このいびつな比例代表ブロック制のやっぱり悪影響が強いですよね。だから全国統一のそういう政治目標みたいなのを掲げる社民党さんみたいなのは参議院以外では伸びにくいっていうね現象はずっと変わらないなと思いますよね。なんかそれが参議院に対して優越性を持ってる衆議院が、こんな低たらくでいいのかっていうのはやっぱりなんか改めて思いました。だって杉田水脈が当選しちゃうシステムなんだから、そもそも間違ってますよね。本当ですよ、本当にもう絶対に落選しなければいけない人がなぜか当選してしまう。いや本当に何が何でも、いや落とさなければ。だから彼女みたいな人は例えば他のねそういう諸外国だったらやっぱり参政党しか居場所ないと思うんですよ。だから参政党の比例1位だったら確かに杉田さん国会議員になれちゃうと思うけど、だけど自民党には絶対いられないはずなのでそうなんですよね。いや本当衆議院の優越の意味がなくなってるし、自民党体制しか知らないのにね二大政党制みたいなのがやっぱり無理があるんですけど、やっぱりなんかでも最近のだから安住幹事長のちょっと会見とか聞いても、やっぱり中道の人たちはね二大政党幻想をまだ引きずってるっぽいからそこはやめてくださいっていうか、ちょっとその考えをそろそろお改めになっていただきたいってご要望がはい、ぶっちゃけてしまったら、もう中道を名乗る前にもうすっかり痩せ細ってしまった左の方に寄ってほしいなっていうのは本当にね思うんですけど、てか皆さん多分思ってらっしゃると思うんですけど。そうですね、今回やっぱり中道派に期待ももちろんありですけれども、ただその一方でやっぱり共産党さんに伸びてほしいっていう人が多いわけですからね。はい。ということで、そろそろすいません、ちょっと30分オーバーしちゃいましたけども、しょうがさんなんか、いや、とんでもないです。ありがとうございます。盛り上げてくれてありがとうございます。とんでもないですよ。しょうがさん、他何かございますか？いえ、もう、ちょっと私がなんか好き勝手喋ってしまって、ちょっと申し訳ないぐらい恥ずかしいぐらいなんで、この辺りで、おいとまさせていただきます。すいません、こんばんは、どうもありがとうございました。いえ、こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。チャット欄に戻ります。はい、ありがとうございました。失礼します。はい、失礼します。は
はい、ということでゲストスピーカーの正ヶ沢でした。すいません、早速少しその私の進行のせいで申し訳ありません。時間が押しておりますが、早速ちょっと次の方ですね、お呼びしたいかなというふうに思いますので、正ヶさん本当にありがとうございました。もし通話できないとありましたら、ぜひチャットかですね、ディスコで返してください。多分いらっしゃると思うので、ちょっと、それでは返します。もしもし。聞こえます。聞こえますが、ちょっと一瞬雑音入ったから大丈夫かな。まあちょっと消しました、配信を。なるほど。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。今聞こえてますよ。わかりました。じゃあ、まず自己紹介の方お願いできますか？はい、いつもツイッターとかでなんか適当なことを言ってるんですが、オバスンと申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。オバスンさん来ていただいてありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。オバスンさん、今日はあれですね、衆院選の話を先ほど正賀さんっていう方とさせていただいてたんですけれども、はい、今回についてどうですか？私のアンケートだとね、やっぱり共産党さんの推しの方が多かったりとかいろいろあったんですけれども、はい。何かご意見とかありますか？なんだろう。なんか全体的になんか変な選挙だなって、参政党が躍進しそうなもそうだし、なんでなんか立憲民主党と公明党もくっついて、本当に有権者は大変じゃないですか、本当に今回の選挙は。いや、そうですね。特に私みたいな人間はちょっと、どうしようかなって迷いながらも、結局左派政党に入れるとは思うんですけど、はい。そうですね。あれでも参政党って、いろいろ私もニュースは見てますけど、今回ってなんか伸びそうとかそういう分析とかってありましたっけ？いや、なんか、そんな、結局は立憲民主党と公明党がついたぐらいの議席数になるんで、そんなマジで解散した意味が、そんな全然意味をなしていないですね。本当に自民党も、多分議席そんな伸ばさないんですか？伸ばさないと思います。自民党も。そうですね。高市さんはなんかすごく弱気の自民と維新でね、過半数獲得できればいいみたいなところまでちょっと後退してますけれども、だから中道ができたことで、おそらくね、全然自民党伸びないし、下手すると、議席が下がるっていう可能性さえありますよね。もしかしたら中道改革連合が政権を取る可能性もあるんで、でも政権取ってくれたら、高市政権の暴走を1秒でも早く止められるんで、それはそれで嬉しいんですけど、はい。やっぱりなんかちょっと、私たち左翼としては、中道改革連合の言ってることが、ちょっとなんか、微妙というか、やっぱね、あんま、自民党よりは全然いいと思うんですけど、なんか微妙ですね。なんか、中道改革連合という政党自体が。なるほど。微妙であると。だからやっぱり共産党とか社会民主党さんにちょっと頑張ってほしいですね、今回の選挙は。そうですね。そこは本当私も同感なんですけど、中道さんの具体的にあんまりあれすると荒れるかもしれないんであれなんですけど、具体的にどの辺があれですかね、一番微妙に思ってますか？なんかはい、独自性がないんですよね。なんかいろんな政党の政策をパクっているというか、でも左派政党の政策はあんまパクってないんで、
うんうんなんか、無理ですね。なんか、距離感がある。なんか私たちを見てくれない感じがします。私たち性欲を。あー、なるほど。まあそうですね、今コメントにあったんですけど、その左派が一番すごい望んでることで、最近というか打ち出したのって、中道さんが打ち出したのって同性婚ぐらい、同性婚と選択的夫婦別姓くらいなんですよね。だから他に関しては、まあ食料品ゼロとかに関しては、まあ消費減税に関してはずっと共産党さんも言っていたことですし、まあ手取りに関してはね、国民民主党とかも言っていたことだしっていう感じでですね、まあ生活と金の問題、政治と金の問題についても、まあ共産党さん、社民党さんも、まあ他のね、住まいの安心とかについても確かに、今9個ぐらいですね、いろんな政策をバーッと出したんですけど、今日。うん。っていうところは確かに感じられますかね。でも他党と連立を組むってなると、やはり、それは組みやすいと思うんで、もしかしたらやっぱり政権交代もあり得ると私は考えてますね。ああ、なるほど。それこそ国民民主党とうまくできないかなって思ったんですけど。ああ、国民民主党とはい。でもやっぱり国民民主党なんで。でもやっぱそうなんですよね。国民民主党が与党になるのなんか嫌だなって。なるほど。社会民主党さんも一緒に、もしかして連立組むってなったら中道改革連合に入って、なんか中和してくんないかな、国民民主党と。まあ確かに、その国民が加わるんだったら、やっぱり社民党さんも入ってくれないと真ん中にならないですよね。多分右に引っ張られてしまうので。まあただ今のね、玉木さんと新馬さんの考えとかインタビューを聞く限りだと、なんか中道と手を組みそうには思えないし、なんか組んだところですごい右なことを言い出しまくっておかしくしてしまうのではないかというちょっと懸念はありますよね。そうですね。今中道改革連合が与党になったとしてもあんま共産党さんが議席伸ばしてなんかうまくその中道改革連合に干渉できるような感じで、そういう政治がやっていけるのが本望なんですけどね。そうですね。いや、私も本当そう思うんですよね。だから共産党さんとか社民党さんが伸びて、中道が左派にも配慮せざるを得ないっていう状況を作るっていうのが一番いいような気がするんですよね。でないと多分同性婚とかもね、本気でやってくれない気がするし、まあ夫婦別姓については公明党さんもずっと言ってたことなんでやると思いますけど、でもなんかこんなのやって当たり前の政策だし、なんか反対してる右翼の人たちが変っていう話でしかないとは私は思っているので、あとやっぱり今コメントありましたけれども、やっぱり原発の話とね、憲法の話がね、一番やっぱりその中道改革さんはね、非難されてるというか、音羽の風花さん、ここからです。来ていただいてありがとうございます。ところじゃないかと思うんですけど、それについてはおばすんさんどう思いますか？ちょっと中道なんで、いやでも政策にあんま書いてほしくないですね。それをやるっていうことを、そもそも中道としては。まあ原発とか憲法改正とかね、はい。そもそも原発とか憲法とかは右か左かしかない状況なんで、だからあんまそもそも書かない方が良かったんじゃないかなって思ったりもしますね。確かにそうですよね。なんで最初にあんななんかね、やっぱりその公明党さんというか斉藤党首がこだわってるのかなって気がするんですけど、言わなくてよかったですよね。だからそこを濁しとけばよかったじゃないですか、ぶっちゃけ。なんでそれ余計なね、ことを言ってしまうのかなっていう。なんかそれだとなんかすごい右翼政党みたいなね、感じの、まあ確かに右寄りの人は喜んだかもしれないですけど、でも国民民の支持者はやっぱり流れないと思うし、
なんかね、戦略的にもちょっとミスってるのじゃないかっていう気がするんですけど。なんか無党派層もあんま入れないのかな。中道改革連合。そんな魅力的な政党、魅力的といえば魅力的なんですが、無党派層を取り込むとなると、全体的に民主党とかに負けてますね、全部。ああ、なるほど。まあ確かに民主党自体のね、民主党ブームって、まあ私はあんまりそんなに記憶ないんですけど、正直、凄まじい結構ものがあったって言われますよね。当時のこととかって、なんかご存知です？その頃、もう生まれてない。あ、若っ大変失礼しました。中学生なんで。ああ、生まれてないというか、ね、すごいお若い、お若い。すいません、大変失礼しました。いや、年齢聞くつもりじゃなかったんですけど、ごめんなさい。そっか、でもなんか、まあ確かに当時はね、やっぱりポピュリズム的にもさ、やっぱり民主党政権に交代したらなんかめっちゃ良くなるんじゃないかみたいな期待が特に鳩山幸夫さんに集まったけど、それがなんか爆発分解して洗ってしまったみたいな、まあ話はよく聞きますよね。だから、もう与党になんなくても、なんかさっきまで与党になった方がいいと思ってたけど、なんか話してる間になんか、与党になったらまたなんか自民党以外の政党が悪いみたいな扱いを受けるんですよ。いやでもね、中道さんはどのタイミングで政権交代してもおそらくそれが最初の試練になると思うんですよね。多分自民党は何もかも中道が悪いって言ってくるじゃないですか。いきなりできた政党にもかかわらず、なんかあの人たちの多責すごいから、ね、多分自分たちがやった悪いことを、なんか統一教会以外のことは全部中道のせいにしようとしてくる気がするんですよね。でも絶対景気悪くなるし、今の債券、まあ今円安とかのコントロールの話が出てますけど、円安をなんとかするためには金利をガーってまあシステム的にね上げなきゃいけないんで、金利上げると景気悪くなりますから、だからね、絶対中道になると一時的にはね景気は悪くなって、ローンの利払いとかも苦しくなるはずなんですよ。そこですよね。だから実際住宅ローンとかで破産する人とかの声が出てきてしまうと、いや、中道になったせいでこんな目に遭ってしまったみたいな。ゼロではないですよね。そう。だから、なんかもう、別に自民党と維新は別に政権与党やっててもいいと思うんですけど、いや、よくはないけど、一時的に、はい、一時的に自民維新連立で、そんな過半数はそんなで、だから、中道改革連合を説得しないと、なんか法案を通せないみたいな、政権をやるのがいいですね、やっぱり。ああ、なるほど。なんかその弱小状態で、まあ自民党と維新が、まあ高市さんはね、排除するとして、まあ正直そうですね。だから石破自体がね、まあ公明党さんはね、ずっとそれだったらね、ずっとくっついてた気がするけど、なんだかんだで、まあ石破って、まあ左翼側の批判も聞く人だったし、批判を聞かないと、どうしても法案を通せないっていう状況に追い込まれてたわけですよね。はい。だからやっぱりそういうことでいろいろ話し合いができる状態になってたんですけど、今回ね、自民党が大勝ちしてももちろんそうならないし、自民党が大負けしたら大負けしたでなんかね、野党化してね、そういう風になんか中道に全て悪いっていう風になって押し付けてくるんじゃないかっていう怖さはありますよね。はい。で解散したメリットがないですよ。いや、そもそもなんで高市さん解散したんだよっていう話っすよね、本当に。自民党内でもそれを解散した理由分かってる人 いないんじゃないですか。いや、まあそうですね。だって麻生太郎にさえ話通ってなかったらしいですからね。
本当意味不明解散、私ファースト解散なんですよね。まあ言われてますけど。うん。だから、はい。だから今ちょっとコメントにもありましたけど、その UAE って、まあ UAE って私スーダンのね、虐殺やってる連中なんでね、私は大嫌いなんですが、UAE がその天皇のとこに2月8日に来たりするんですよ。だからその時どうすんのってマジでどうすんですかっていう、高市さんっていう。うん。本当に一番嫌な時期ですね。雪も大量に降ってるし。そう。で、私北海道なんで、ほんと冗談じゃないですね。はい、今、本当に今、すごい、その、雪かきをしてるというか、その業者さんがものすごい今、多分その選挙のこともあると思うんですけど、慌てて道路の整備とかしてるんですけど、でもなんかあっちこっちで事故起きたりしてるんですよね。もう、解散、なんで今したかなって。もう雪溶けてからでいいって思うんですけど。そんな、高市政権は、そんな支持率、とか台湾有事の発言したけど、支持率はそんな落ちてないんで、はい。だから、ずっと、高市政権はずっと、高い支持率を持っていると思うんで、なんで解散しちゃったかなっていう。そうですね。だから高市さんのその自信のなさもなんかすごいひどいというかまあ先ほどのね生姜さんとの話でありましたけど、熱心にまあ支持してる人たちがいて、実際支持率が 70% とかからで推移してるわけじゃないですか。だからとりあえず予算通すまではふんぞり返って3月まで居座ればいいのに、その後でね対決するんだったら、私もまあいい展開だったの、いいっていうかよくはないけどまあそのねこちらにとってもいい展開だったのかなという気はしますけれども、今いきなり解散したんで、なんかこっちもね準備できないし、そもそもみんな選挙に行けないしみたいなでもそうですね、自民党政権を前提に全てを施行するっていうのはね、それはそれでやっぱり自民党に縛られすぎているっていうところではあるので、そうですね。中道改革をやっぱりその政権交代をしてもらうっていうのはね、それ自体はね、とても重要なことだし、はい、まあ仮にね、持たなかったとしても、その間にね、同性婚通して選択的夫婦別姓通すだけでもね、存在する価値は十分にあるので、はい。交代は交代でしてほしいですね。そうですね。もう高市政権はちょっとかなり危険で、あともう、何もないです。もう、もう笑っちゃいますよ、もう。でもなんかやっぱり今のテレビの雰囲気が嫌ですよね。なんかその民主党政権の時代にはすごくテレビってまあ民主党に対してはものすごく厳しくてめちゃめちゃ批判してたじゃないですか。まあなんとなく雰囲気で覚えてるかもしれないんですけど、でも今って高市さんに関して全然ねやっぱり甘々だから結局こういう状況になってるわけだし、やっぱりマスコミが仕事してなさすぎですよね。ちゃんと高市政権を批判してくれるマスコミがマジで少ないんで。でも最近、日本経済新聞がようやく批判し始めたんで。そうですね。日経新聞はね、なんか多分経済界からなんか言われたんじゃないかと思いますけど、なんかすごい論調が180度変わりましたよね。それはいいですね、本当に。ちゃんと批判してくれっていうのが。そうですね。まあ批判ほんとしないよりマシですよ。だってね、今まで散々高市推しみたいなことを言っていたのにですね、なんかもう見出しがもう早苗ショックを起こさないためにはどうするのかみたいな見出しが結構今踊ってるんですけど、私もご紹介したことがある経済学者の諸富徹先生とか呼んで、早苗ショックを起こさないためにはみたいなことが結構日経がもう言い出してるので、はい。いや、ほんとね、サナ活とか言ってたのが嘘のようですよね。
あれは何だったんだお前らっていう手のひら返しすぎでしょって思うんですけど、まあでも経済界の人たちはようやくやっぱりね、高市さんの思想がちょっとやばすぎることに気づいてくれたのかなっていう、遅いですけどねうん。もう消費税、なんだっけ、減税国民、食料品の消費税を自民党もなんかなくすみたいな。はいはいはい。やんないと思うけど、うんそういうのもちゃんと批判してくれないかなって。うんうん。批判してるのか、多分。まあ日経新聞は批判してますよね。だって日経はもともとね、消費減税にはまあ批判的だったと思いますし、私自身もその諸富先生の、書作とか一応読んでるので、その安易に消費減税すると、その何でもかんでもね減らしたりとか、その高級減税なしで消費減税するととんでもねえことになるっていうのは諸富さんとかが散々警告してたことなんですよ。だからね、それをまあだからまさに高市さんがやろうとしてる国債乱発でやろうみたいなね、むちゃくちゃなことをしているのでそりゃね、円安になるでしょっていう話だし、国債がこうやってね、崩壊するっていうのもね、目に見えてたはずなんですけどね。もうどうしたもんかなって。もうチーム未来ぐらいしか。いや、僕はそういう減税はした方がいいと思うんですけど、はい。前まで責任ある財政とか言ってた自民党がそうなっちゃうのが、悲しくなってきた、こっちにも。そうなんですよね。だから石破さんの言ってたこととやっぱり180度逆のことを言い出してるので、もうやっぱり政党としてどうなのかって感じですよね本当に。だから高市さん支持の人はね、石破がいなくなってくれてよかったって喜んでるけど、首相が変わっただけで政党の首長が180度変わるってどうなのって思いますよね。まあそうですね、チーム未来さんはチーム未来さんでちょっと問題というか、まあいろいろ批判はして私もしているんですけど、なんかな、そのちゃんとしてるところとね、チーム未来さんまあ事実上安野さんしかいないからだと思いますけど、なんかちゃんとしてる政策とちゃんとしてないところがね、すごい両極端なんですよね。選択的夫婦別姓さえ割と不賛成だったりするのに、なんか消費減税は福祉の面から反対ですみたいなことをおっしゃってたりとかよくわかんないよくわからない以来、同性婚に反対してない候補もある程度いるんで。あ、そうなんですね。そういうの言うのが抵抗がありますね、やっぱチーム未来は。なるほど。そうですね。なんかもうちょっとそのね、形だけでも、形というかその政策だけで、基本政策でいいだけでいいから、もうちょっとリベラル寄りのことを言ってほしいですね。このぐらいの立場から。いいよね。もう与党にすり寄ってたんで、この前まで。そうですね。なんか、中道、チーム未来も中道を名乗ってたけど、本当にお前は中道なんかっていう。そう、だから安野さんってあまり中道じゃないんですよね。どちらかというと、まあ本人自覚ないかもしれないけど、右寄りというかネオリベラル寄りの、まあ、考えをやっぱしてるから、ただその中でもね、消費減税とか、まあ、高額医療制度の引き上げに反対してるっていうのは珍しいところだとは思うんで、なんかもうちょっとね、そういう方向に行ってくれないかという気がするんだけどまあでもね、やっぱりエリート主義的な右翼っぽいところはやっぱ強いのですかね。そうですね。はい。やっぱ共産党やっぱ安心できるのは共産党しかないですね。やっぱり共産党しかないという。うんまあ大体私のねリスナーさんは皆さん 50% がね共産党っていうね結果になっておりますのでだからね私たちだけで選挙やったらですね確実に共産党さんが与党なんですよもう一回共産党与党になってほしいですね。
いや、本当やってほしいですよね。本当1回でいいからやってほしい。うん。なんかずっと自民党が長すぎて自民党政権、もう飽きてきましたよ、僕も自民党が。もうようやく政権交代するかもしれないけど、やっぱ一番いいのは共産党さんが政権を取ることですね。そうですね。ちょっと厳しいですけどね。やっぱ取るのは。まあ今の状況ではね、ちょっと非常に厳しいですけどね。だから我々の世代で広めていかないと共産党を。私みたいな若い人は。そうですね。いや、すごい若いのにしっかり考えておられて、びっくりしました。今日なんかありがとうございます。ということで、そろそろ30分経ちましたが、あと、バスンさん何かどうでしょうか、ございますでしょうか。大丈夫です。わかりました。いや、今日はいろいろですね、いきなりだったのに呼んで、来ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。はい。思ったよりも全然僕話できなくて。いや、しょうがないと思います。私もね、全然最初は本当喋れなくてね、2年続けてこれですから、まあ、だから全然ね、気にしないで、当然なので、ありがとうございました。でもいろいろね、若い方のお話が聞けて、本当良かったです。良かったですって、月並みで申し訳ないんですけど。いや、そしたらすいません。オバスンさんありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございます。はい、ということで、オバスン様でした。ありがとうございました。オバスンさんありがとうございました。ということで、カズさん、今回からです。来ていただいてありがとうございます。しかし、風頼みで共産党政権になったとしても、バックラッシュには勝てないと思います。国民そのものが階級闘争に立ち上がりましょうということで、まあ、その通りですね。いやー、でもね、ほんとね、この状況だからね、ほんと共産党政権になるべきなんですけどね。でもそうですね、若い方だともう自民党政権しか知らない、民主党政権時代をそもそも知らないというような、ことですよね。そこにちょっとカルチャーギャップを受けましたけれども、はい。だから民主党時代、悪夢の民主党だなんだこんだと言われておりますけど、そもそもね、枝野さんとか、鳩山さんとかが政権にいた時代を知らないっていうことですから、っていうことですよね。だから本当ね、自民党しか、ナチスしか知らないみたいなそりゃね、若者の受け入みたいなことが雑に言うおじさんが結構いますけれども、私はやっぱああいう言い方ってすごく問題あると思ってて、それ自民党しか知らないんだから自民党がね、第一選択肢なの当たり前でしょっていう話なんですよね。お前らが政権交代できないからだろって、まあ正直半分ぐらい思ってるんですけどもちろんね、野党で頑張ってる人たちのせいではないですけどね。はい。キッズさんにイルバーナさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。はい、ということで、3番目の方いらっしゃるかなということでですね、ちょっとお呼びいたしたいと思います。まあでもそうですね、そもそも民主党政権自体もすごく短かったので、我々はね、なんか権威主義のね、変な国に住んでいるというこの国はちゃんと政権交代が起きる民主主義国家ではないという悲しい現実なんですよね。そうだから高齢者叩きもそうだけど、やっぱり世代でくくって叩くの本当おかしいのでね、差別なんでやめるべきだと思います。ちょっとお水飲ませてください。お水飲んだら次の方お呼びしようと思います。はい、失礼しました。ということで、いつさんここからです。これから3番目の方をお呼びしようと思いますので、ご用意の方よろしくお願いします。もしもし。もしもし、聞こえておりますでしょうか。聞こえてます。
ゴゴブリンです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ゴゴブリンさんよろしくお願いします。お願いします。ということでですね、いつも来ていただいているゴゴブリンさんですけども、ありがとうございます。お話は初めまして、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いや、ちょっと緊張でですね、はい考えていたことがすべて飛んでおりまして、そうなんですか？そんな緊張するような、いつも通りのね、カラスマ空間ですから、そんなね、緊張するようなことは何もないと思うんですけど。はい。あ、すいません。ちょっと、まあ、やっぱり、あんまりこういう場で話すことが少ないので、はい。はい。いや、よろしくお願いします。でもそうですよね。今回、皆さん、本当リスナーの方にね、めっちゃ無茶ぶりしてね、来ていただいているのでね、本当にありがとうございます。来ていただいて。前回いろいろあったからね、本当。はい、そうなんですね。はい。で、ゴゴブリンさん、教えていただいたね、毎日新聞と、ハンギョレの、記事を一応今出せるんですけど、まずじゃあ、その話しますか？そうですね。やっぱり今回の選挙のことで、やっぱ重要なパーツだとは思うので、はい。そうですね。ちょっと最初のうちに、はい、やってしまいましょうか。了解です。ということで、政治と宗教を結合すれば国が滅ぶというですね、イ・ジェミョン韓国大統領のコメントなんですけどもまあこれ、おとついかな先日ね、高市さんと仲良さそうな感じでドラム叩いてたイ・ジェミョンさんなんですけど、大統領府で新年の記者会見を開き、韓国に本拠地がある、世界平和統一家庭連合統一協会など宗教による政治の介入に触れ、宗教的信念と政治が結合することは国が滅びる道であると必ず根を抜かねばならないと強調したということなんですけれどもこれはもうドストレートにこれは批判しに来てますよね、高市政権を。いや、もう、それ以外に今現状はないですよね。うん。だってこれ、宗教団体が組織的かつ体系的に政治に介入した事例があるっていう、まあそれはね、韓国もやられてるから当然のコメントなんですけれどもなんかこの韓国と日本の差ですよね、このなんでこんなに温度感違うのかなっていう。そうですね。やっぱりちょっと、まあ今現与党が、一番関係性が深いっていうところが何よりも大きいのかなという、そういうコメントも出せないっていうところに関してはですね。まあそんな感じなのかなと思います。はい。いやでも本当山上さん、ちょっとこの記事には載ってないですけど、山上徹也さんが無期懲役判決になってしまったんですけれども、これもちょっと私はね、いつどう思ってるか分かると思うんですけど、これどう思いますか、ゴゴブリンさん。いや、どう考えても、なんて言ったらいいんでしょうね。はい。不当であるのは確かだと自分は思います。はい。はい。少なくとも、やっぱり犯してしまった罪という部分では殺人にはなってしまうので、はい。その部分はですね、ある程度の刑を受ける必要はあるのかなとは思うんですけど、やはりちょっと社会的要素が強すぎる。社会的というか、社会問題がかなりですね、重く関わってくる部分であって、山上さん、自身だけでのですね、解決方法がどうやってもこれは難しいだろうと思うところがあるので、それを考えると、それを考えるとですね、やっぱ今回の無期懲役っていうのはあまりにもきつすぎはしないかという
まあ、それだけの問題じゃなさそうな気もするんですけど、今のところ似ているところですね。はい。どうも、いろいろありそうな感じはしますね、これ、決まった流れは。まあ、検察とかそういう警察の忖度、あとまあ裁判所側のまあ忖度の問題っていうことですか？そうですね。やはりちょっと審議が不十分じゃないかっていうのが弁護側でしたかね、の方で言われているようなので、やっぱその部分ですね、ちょっとあまりにも、まあ、どこの誰を忖度したかはよくわかりませんが、まあ、何らかのですね、影響を受けているんではないかという感じが今するところではありますよね。そうですよね。だってね、統一教会のね、集会に安倍晋三さんが出ていって、まあ、その TM 報告書、まあ、先ほどもちょっと出ましたけども、の名前がね、に、高市さんがね、30回も登場しているという、厳然たる事実があるわけじゃないですか。だから、この状況の中で、やっぱり、無期懲役という、ちょっとね、一人の殺人にしても重すぎる判決を出すっていうことの意味を考えてないんだったらちょっとどうかしてんじゃないかって気がするし、考えててやってんだったら忖度だろって言いたくなりますよね。そうですね。これはちょっと、まあ早めの再審というか、まあ、何かしらのですね、まあ、再審じゃないか、まあ、まだですね、今後判決確定まで時間はあると思うので、それまでですね、しっかり、自分自身も含めてですね、声を上げていけたらなとは思います。そうですね、その通りですね。だから、私は、だってね、山上さんって右翼だし、もちろんね、思想的にとかはね、その行為にも返しても相入れないですけど、で、だからといって、やっぱりこんな不当判決許していいわけないんで、ね、人権侵害だし、安倍首相だからといって無期懲役っていうのはおかしいだろっていうのはね、民主主義国家じゃないのかっていうことは、ガンガン言っていかなきゃいけないですよね。そうですね。それに関してはもう絶対、まあ、少なくとも無期懲役、まあ、自分としてはもう死刑ではなかったというだけでも結構、少しは、よかったかなと思ってしまったんですけど、やっぱりそれでもですね、死刑の次に重い判決が下りかけている状態なので、まあ、そこもですね、もっと考慮していただく必要は絶対あると思います。はい。ですよね。だって、人一人の殺人ってもちろん重いことですけれども、それで死刑になるって普通ありえないですからね。でも、まあ、いわゆる、まあ、一つのね、ネットでいる右翼層の人たちは、絶対死刑にしろって言ってたじゃないですか。で、まあ、結局本当に無期懲役にされてしまって、だからそもそもね、岸信介とね、パクチョンヒが悪いだろっていうね、根本を正せば、もちろん旧統一教会自体がもちろん主犯ですけれども、だから安倍さんってね、岸さんの孫でもあるんだから、ね、重大なやっぱり罪があるわけですよね。だからそこはやっぱり判決において考慮しなきゃいけなかったんじゃないかという気がしますよね。そうですね。ということで、ハンギョレの方を見てみますか。これなかなか強烈なサムネイルのハンギョレ新聞の記事を教えていただいてありがとうございます。私も読みましたけど、独自、高市首相の側近、旧統一教会反白茶報告に登場ということで、まあ、先ほどちょっと高市さん自身の名前はちょっとコメント欄でも出てましたけどですね、この男の名前がすごく出ていたということで、萩生田さんですよね。いや。いまだに現役ですからね、この方は。萩生田さんがそもそも幹事長代行になってること自体がめちゃくちゃやばいですよね。これだって、これは橋渡し役だとまで断言されてるんですよ。まあ TM 報告書だと。そうですね。
だし、まあ、参議院選挙を、まあ、3ヶ月後に控えた2019年4月頃、萩生田光一らと夕食を共にした萩生田から、7月の選挙のために教会のトップに挨拶をしたいという要請まであって、まあ、それで、まあ、安倍さんとか、ね、細田さんとかがのこのこと出ていったわけですよね。ね、こんなこと事実があるのにもかかわらず関係ないみたいなこと言い張ってるのおかしいっすよね。実際の捜査の中でですね、もうそういう話が出ている状況っていうことなので、まあ、そうですね、まあ、これをなかったことにっていうような話じゃないですけど、なんか、なんて言ったらいいでしょうね。まあ、そんな事実はなかったなんて言えるような状況というか、そういう、なんか証拠的なものがもう相手側から出てる。まあ、そんな状況の中で、そんな事実はないって言い切れる、やっぱこの人物の、まあ、はい、野心の奥深さというか、はい、もうなんか何が何でも議員を辞めたくないんだろうかというようなですね。はい。これ、いや、もう、とにかくですね、八王子でしたよね、萩生田。八王子です。八王子です。八王子です。はい。今回もですね、ポスターが完成したとはなんか嬉しそうに話されているそうなので、まあ、今後こそですね、ぜひとも、はい、八王子を含めてのその選挙、多分小選挙区で出るとは思うんですけど、はい。まあ、そちらの方々はですね、ぜひとも審判を下していただきたいという思いはものすごくありますね。この人に対しては。いやー、でも本当せめて小選挙区では落選してほしいですよね。だからその比例でまあ多分生き残っちゃうんでしょうけど、でも小選挙区でもやっぱ比例でも当選させちゃったらもう完全にまあ萩生田さんをやっぱ許したっていうね、前回もまあ当選しちゃってるわけですから、ムーブになっちゃいますよね。それは本当にやばいですよね。だから裏金とまあ統一教会両方のまあ象徴的存在なわけだから、やっぱりそのね張本人である人物をね八王子が許していいのかっていう本当にね根源的な問題にまでなってきますよね。そうですね。もうここしばらくですね、また、韓国の方でのその捜査が進んだことでですね、また大きな、ニュースになれるはずなので、その部分もですね、メディアもですね、含めて取り上げていただいた上で、もう今一度ですね、まあ、裏金の議員も含めて、しっかり自民党の方に対して審判を下すっていうのが何より重要なのかなと思います。ですね。だからね、そうだからなんかかえってこの人公明党が離脱したことですごく大きな顔をしてね幹事長代行にまでなってしまって、なんかね統一教会の反白者が逮捕されてんのになんでこの人すごいでかい面するようになってんのみたいなそこもすごいですよね。なんだこいつっていうなんでしょうね。場合によってはもしかしたら今度はその本部を日本に持ってくる上での橋渡しになろうとしてるんじゃないかみたいな。それぐらいのイメージがあるなるほどだと思うので。いやだってねまあそのお父様のお母様の願いを果たせるように頑張るからみたいなねコメントがまあ実際していたことがあるっていう風に言われているわけで、まあエルメスのネクタイもらったとかね。だからこれだけ関係の深い人物がまたねその幹事長とかの要職になってしまうとなると本当そういう動きもやりかねないですよね。
そうですね、これは。随分、まあ、毎度のことですけど、はい。危険な状況ではありますよね、また。うんうん。まあ、だから先ほどすいません、なんか、いえいえいえ、大丈夫ですよ。先ほど高市さんのね、解散総選挙をする理由がわからないっていう話して、まあ、ぶっちゃけ私も確かにわからないんですけど、ただやっぱり彼女の考えとしては、裏金議員さんを復活させたいという気持ちはすごくあると思うんですよね。だって実際比例でまあ杉田水脈を出したりとか、まあ萩生田さんもね間違いなく公認して、今度こそまあ自民党議員の萩生田としてまた出してくるだろうし、裏金問題を完全になかったことにするためにまあ選挙を戦ってると言っても過言じゃないっていうレベルで、まあ安倍さんの安倍派閥の復権を果たそうとしてるわけですよね。まあ、間違いなくそこでしょうね。もし裏金議員を復活させる理由としたら、やっぱりそこの、安倍組って言っていいんですかね。まあ、安倍派、旧安倍派ですよね。安倍派ですね。旧安倍派のですね、面々がやっぱ裏金には多くいるっていう状況なので、まあやっぱりそこを戻して本当に安倍亡霊政権を果たすっていうのがもしかしたらそういう狙いもあるかもしれないですね。まあ本人がね、その高市さん本人が安倍さんの継承者をまあ自称していて、その安倍ノミクスもまた続けるし、その安倍さん関係の議員も復活させようとしてるってことになると、本当にね、だから安倍派復活のために送り込まれた首相と言っても言い過ぎじゃないし、まあ多分高市さんにあの時投票して石破下ろしをした人はそのことを考えてたわけですよね。まあそうですね。はい。マヤイフさん、コンカラスです。統一教会に在日米軍基地は日本どれだけ切り売りするのかというですね。いや、本当にね。だから、こんなに右翼右翼とか愛国者って自称してる人たちがなんかね、その外国勢力の便宜供与のために頑張ってる国ってそんなに珍しいですよね、ぶっちゃけ。ないだろっていう。なんか、そもそもの建前が違うんじゃないかってなんか思ってしまいますよね。CIA ですよね、君たちって。なんか、本当に。だからまあ、さっきも名前出しましたけど、岸信介がね、CIA のスパイだったっていうのは歴史的なまあ事実なわけなんですけど、だから CIA が金出して作ったのがまあ自民党とも言っても過言ではないわけでだからもちろん今ねトランプ政権が直接操ってるわけではないと思いますけれども、なんかその DNA がずっと受け継がれてる感じはしますよね。そうですね。まあ結局今現状もやはりトランプに対しては何一つとしてですね、怒らせるようなことは一つもやってる。存立危機自体の発言以外でですね、なんか怒らせるようなことはやってない状況なので。そうですね。逆にあれが唯一だからトランプを怒らせた件ですからね。だから右方向からトランプを怒らせるってすげえなっていう感じですよね。個人行動も華だしっていう状況が今の高市早苗にはあるって感じですね。まあ本当ね、だから日本の右翼ってなんかね、まあしょっちゅうよく言われることではありますけどね、本当アメリカの手先としか言いようがないし、なんかヤクザ屋さんのね、とずるんでた時代からあんまり変わってないですよね。でもそうなんですよね。岸信介さんと CIA の関係ってあまりにも陰謀論じみてて、なんかその岸信介と統一教会とか岸信介となんか笹川とかっていうことを真顔で言うと、なんか
左翼系の陰謀論を信じてるやばい人だみたいに思われることがたまにあるんですけど、でも岸さんがね、米国の CIA だったことは事実ですからね、これ歴史的事実なんでウィキペディアに書いてあるからね普通にだからその永久戦犯になったんだけど、その不起訴とされるのにあたって、まあ、米国 CIA に、まあ、お前は生かしてやるみたいな感じのことを言われて勧誘されて、まあ、戦後も権力を得続けたっていうことなんで、だからね、本当陰謀論でもなんでもないんですよね。で、この人が、まあ、自分の敷地内にね、統一教会の教祖を住まわせたりとかってしてたわけであって、で、安倍さんのおじいちゃんなわけでしょだからどんだけのそういう闇に関わってんだっていう、はい、話ですよね。日本の悪役すべてのモデルであってもおかしくない人物ですよね。そうですね。まあそうですね。でも CIA って本当ね、陰謀論じゃないかって言われてたことを本当にやっていたりするんでね、本当になんかその内政に取り込んで特殊工作をしていたりとか、だからね、アメリカ国家を流す凱旋右翼がこの前もいましたけれども本当なんか、まあ、裸足の弦に出てた時代からあんまり変わってないですよね。米国が占領したからアメリカの手先にまあくら替えして動くようになっただけで、だから別にそのプライドとかないし、本質的には右翼じゃなくて外国のエージェントであるっていうまあ、手塚治虫先生の「あやこ」っていうホラー漫画があるんですけど、それにもね、その CIA とアメリカのそういう関係とかが描かれたりしてるんで、まあ公然たる事実ではあるんですよね。ああ、なるほど。だからまあただ昔のだから手塚先生の時代は結構常識的にまあ陰謀じみてるけど事実なんだよっていうことで伝わってたことが、もうなんか完全にね歴史になっちゃって、あんまり岸信介がこうだったみたいなことを言ってもね、あまりピンとこない人が多くなってる。まあ岸さんをそもそも知らない人もたくさんいるだろうし、いや報道特集とかね見てる人はね当然岸さんのこと知ってるだろうけども、統一教会とかね安倍晋三の問題に興味ない人は知らないわけですよね。そうですね、知っていてほしい情報ではあっても、まあやっぱりそこまでたどり着かないっていうのはほとんどの人っていう感じなんでしょうね。この前の映像の世紀バタフライエフェクトで CIA のことやってたんですね。ありがとうございます。これか。CIA 世界を変えた秘密工作。戦後のアメリカ外交を陰で支えてきた世界の民主化支援という大義のもと、極秘に他国へ工作員を派遣し、莫大な石油利権をアメリカにもたらしたと。まあイランでもやってるし、ハンガリーでもやってるしみたいな、南米チリでもやってるしみたいなチリまあ今ねベネズエラが問題になってますけど、やっぱり南米にやってきたことって特にひどかったらしくて、ピノチェットっていう独裁者が昔チリにいたんですけど、なんかやってることが安倍さんっぽいんですよね。そうやって左派を弾圧したりとか、マスコミをコントロールしようとしたりとか、もちろんピノチェットは独裁者だったんで安倍さんと単純比較することはできないですけど、そういうねアメリカの特殊工作によっていかに多くの人が苦しめられたりね弾圧されたかっていうことを考えると、やっぱ国は本当とんでもねえ国だなっていう思いがどんどん強くなっていくんですけど要は、まあ一つの旗のもとに力を集わせすぎたっていうことの結果なんですかね、この CIA の
うん。あらゆるところに手を入れてるっていうのが。うん。だから、まあ、冷戦期はね、なんだかんだ言って世界が安定してたと言われるけれども、結局ソ連とアメリカがそれぞれいろんな国でそういう悪いことをしててね、いろんなそうやって軍事政権を立てたり、逆にね、その革命派の人を支援して、なんか全体主義政権を作ったり、まあ、どっちにしろね、やっぱり全体主義とか権威主義とか軍事政権を支援して、人々を弾圧するみたいなことやってたのはまあ、特にやっぱアメリカが一番ひどいし、今でもまあその傾向はね、イスラエルとかではやっぱ変わってないわけですよね。うん。そうですね。でもそっか、アメリカの場合確かにね、その共和党のね、特にトランプみたいな人が本当ひどいから言われますけども、民主党の大統領も似たようなことやってるのでね、あんまり変わんないですよね。南米の人たちにとっては正直、だからアメリカは必ずそういうことをやる国っていう、反米テーゼがあるので、やっぱりベネズエラの件も結局まあマドゥロ政権が事実上まあ今のところね維持されてるわけですけど、その辺のことやっぱりトランプはよく分かってないんじゃないですかね。いかに自分たちが死ぬほど嫌われているかっていうのだからうんまあ一筋縄では当然いかないことですよね。こういうふうに直接手を下そうとしたところで。っていうところもありそうですね。そうですね。そう、でもそう、ピノチェトって新自由主義の実験とかもいろいろやって、だからその経済格差でもね、人々を苦しめたっていう、まあ、そういう意味でもなんか現代のね、そういう悪いやつらに近しいところがいろいろあるんですけど、そうですね。まあ、ニカラグアでもひどいことやってるし、なんかほんとね、アメリカの南米と中南米での悪事計り知れないんですよね。多すぎて上げきれないぐらいだ。うん。まあそうですね、本質的にはルーズベルト時代の棍棒外交とか、そのね、時代からあんまり変わってないし、まあその物語の中でね、その、まあ参政党みたいな極右の人たちは、形上反米ポーズを取ることによって、まあ我々がね、そのアジアを解放したのだみたいな物語を作るわけですけど、まあでも実際やってることは CIA のスパイってまあそこが最大のなんか矛盾ですよね、彼らのまあもう、虚栄を張ってるとしか言いようがない状況ですよね、参政党に関しては。そうですね。だから押し付け憲法だなんだかんだって言いますけれども、だって結構日本側の意思も組まれてるし、アメリカの中でもね、その白田ゴードンさんとかベアティ・白田ゴードンさんとか、すいません間違えた、ね、すごくリベラルな人とかフェミニストの人の思想が憲法には反映されてるので、だからアメリカ的にもね、本当は軍隊持たせてもまあ良かったっていう意見もあったぐらいなわけだから、必ずしも今の憲法ってアメリカにとって都合のいい状況っていうわけでもないんですよね。うん。っていうところかな。あ、そろそろ30分ぐらいになりましたけど。もうそんな時間になりましたか。いや、すいません。なんか私が喋っちゃって。すいません。いえ、全然もう、こういう情報のところになってくると、自分があまり知らないところになってくるので、ああ、そっかそっか。唐島さんに任せて。すいません、ちょっと。いえ。なんかありますか、他に。いや、まあ、そうですね。まあ、今回自分の地区はまあ福岡になるんですけど、福岡がですね、日本共産党九州沖縄地区の比例で、赤峰さんと、あと田村さん、田村高明さん、高木さんですね。もうその2人がですね、もう比例にいらっしゃるっていうことなので、もう
とにかく中道改革もですね、正直、中道改革連合もあんまりその沖縄に対してっていう部分ではかなり、ちょっと危うい状況になってるのではないかっていうのがここ最近出てるので、そのことも考えると赤嶺さんがですね、中道改革連合が結構議席を取るにしてもですね、やっぱり赤嶺さんにはぜひ国会に行っていただける必要があるって思うので、もう自分は比例については日本共産党に決めております。はい、なるほど、ありがとうございます。まあやっぱりそうですよね。いや絶対やっぱり赤嶺さんはね、絶対に沖縄の議席は守らなきゃいけないですよね。はい。そうですね。ここが、大事だと思うので、赤嶺さんもちょっといろいろご高齢でもあるし大変だとは思われるんですけど、しっかり国会に戻っていただきたいっていうのはあるので。そうだから本当ね、小選挙区で勝てるのって正直だから今共産党ではね赤嶺さんぐらいしかやっぱり勝てていないというちょっと現状もありますけれども、だけどだからこそね宝の議席と言われているわけで、だから絶対赤嶺さんにはねやっぱり勝って戻っていただかないと全体的にやっぱり沖縄にオール沖縄とかねの左派全体にとっても大変なダメージになってしまいますし、だからね本当九州の方の動き重要ですよ。はいね、皆さん九州ブロックではぜひ赤嶺さんに投票してください。よろしくお願いします。はい。あとはもう選挙期間中はですね、できることをやるというなんかぼんやりしたことしか言えないですけど、とにかく自民を落とすべきかどうかっていうのがちょっと自分の中では迷ってはいるんですけど、いろいろあって。そうなんですか。やっぱりちょっと今のやっぱりその為替の状況ですよね。円の価値、先ほどのですね、おばさんの方でも出てましたけど、ちょっとさすがにやばい状況じゃないかっていうのが自分の中でありまして、これをもし中道改革連合が勝った上で、全責任を下手したらバイデン民主党の二の舞になる可能性っていうのはやっぱりなくはない可能性があるんで、そこを考えると、自民党の責任は全て自民党のうちにっていう、ちょっとそういう考えも少し出てきてしまったなっていうのがありまして。そうですね。ただだからといってね、その自民党に投票するっていうよりかは、やっぱりその自民党の責任をちゃんと追及するっていうことですよね。そうです、そうです。自民党には決して入れないんですけど、要は小選挙区で中道改革連合に入れるか、日本共産党、社民党の方に入れるかっていうところでちょっと迷っているっていうところですね。なるほど。小選挙区に関してはね、本当それぞれのね、地域事情とかを組んで、投票するしかないかなというふうに思いますけどもね、確かにその政権交代自体はね、本当しなきゃいけないので、そこはね、迷わなくていいと思います。ただ、した上でも、多分自民党は、得意のね、多席を発動してくると思うから、全てをね、こちらのせいにされない、左翼のせいにされないように、何かしらの動きはしていく必要があるっていうことですかね。そうですね。今もうコメントでもしっかりそんなことを言ってたらいつまでも政権交代できないのではっていうこと、まさにその通りだと思うんで、これで迷いをされたと思います。もうしっかり自民維新で、頑張っていければと思います。そうですね。打倒麻生王国ですね。ありがとうございます。福岡の場合は、福岡の場合はそれもあるので。
ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。本当に、お話いただいてありがとうございました。はい、すいません、ちょっと最後長くなってしまいました。いえいえ、とんでもないです。すいません、私の方こそね、ちょっと喋りすぎちゃって申し訳なかった。はい。いえいえ、ありがとうございます。ためになる話だと思って毎回聞いておりますので。ありがとうございます。これからも頑張ってください。はい、ありがとうございます。今後もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。では、お疲れ様でした。お疲れ様です。失礼します。失礼します。はい、ということで、ゴゴブリン様でした。ありがとうございました。ゴゴブリンさん、ありがとうございました。なのでね、やっぱり小選挙区の中ではですね、それぞれの事情に応じた政党に投票するっていうことで、まあ当然ね、迷ってる方多いと思うんですけど、まあ今回ね、比例に関してはね、やっぱりぜひ共産党、社民党を伸ばしていきたいなというまあいつもの結論なんですけど、いうふうに思います。はい、ということで、ちょっとすいません、遅くなってしまいましたけれども、最後ですね、ちょっと水飲ませてください。4人目の方をお呼びしたいと思いますので、よかったら準備の方をお願いいたします。はい、ということで、ちょっと最後の方をお呼びしますので、よろしくお願いいたします。もしもし。もしもし、どうもどうも。こんばんは。こんばんは。自己紹介を。もう、マオという名前のものですが。ということで、マオさん来ていただいてありがとうございます。そっか、配信消すと BGM がなくなるのでちょっと寂しいですね。そうですね。いや、こっちの配信の方ではまあ入ってるんですけど、そうですね。ディスコードだと聞こえないと思うので、はい。ありがとうございます。いや、真央さん、本当前回はありがとうございました。スペースすみませんでした。ちょっとね、あんな感じになってしまいまして、申し訳ありません。ありがとうございました。お伝えしたことが全てなので、はい。別に、はい、まあ。あんまりね、でもこうやって話せるね、機会があんまりないので、そうですね。なんかやっぱりいい企画だなとは思いますよ。はい。今日もなんとなく聞いてたので、はい。なんでしょう。特に何もなんかこれを話したいみたいななんか何も考えてないので。そうなんですか。なんかそうですね。なんか何かしら多分あるんだろうなと思ってごめんなさい。こっちも何も考えてなかったんですけど。でもなんかでも選挙の話なのかなとかなんかそういう、はいはい、まあね、マイノリティの話なのかなみたいな。はい。そんなところで。はい。ちょっと喉がちょっと。そっか。ごめんなさい。調子があんまり。大丈夫ですか？大丈夫なんです。すごいやっぱ寒いですもんね、本当に。いやー、ほんと寒いですね。なんか北海道もね、やばいぐらい今寒いんですよね。本当に。まあね、それはもう一番ですよ、それは。北海道行ったことがないので、そうなんですか。想像ができなくて。まあ今はね、だからマイナス10度とかなんですよ。外が。すごいですよ。もうね、関東なんですけど、その0度でね、やばいって言ってるぐらいなので、なんか部屋の温度がなんか5度ぐらいになって、冷蔵庫じゃねえかって言って、はい、やってるんですけど。なんでしょう、なんかこんな話でいいのってありますけど。はい。そう、トランスフラッグがね、あるんですけど、まあ、自分はトランスジェンダー女性なので、はい。なんかね、そのまんま、ブルースカイのアイコン持ってきちゃったんですけど。そっか、ブルースカイで、のアイコンのままですね。はい。なるほど。
そうね、こんな寒いのにね、本当に選挙始まるんかっていう。いやー、本当ですよね。だからこっちだったらね、候補者の人はね、マイナス10度の中で立たなきゃいけないっていうことも、まああり得るわけですよね。なんか前回とかでもなんかハガキが来たのがなんか1週間ぐらい経ってからだったんですよ、選挙始まってから。あ、そうなんですか。そうだから今回なんかもっと本当にギリギリとかになるんじゃないかなって思っちゃいますよね。なんかハガキなくてもね、行けばなんか投票できるって知ってるけど、そういう心配はしてますよね。そうですよね。だから自治体の方々も本当に今大変な状況だと思うんですよね。ずっとまあ言われておりますけれども、だから準備とかね、今ただでさえ決算があって非常に忙しい時期でね、そんな選挙なんてやってる場合じゃないのにもかかわらず選挙を行い、しかもこのめちゃくちゃ寒い中、雪国は雪も降りまくっているっていうね。これでだから投票率がね、関心が上がってね、高くなる分といけなくてみたいな、なんかトントンになっちゃうぐらいのかなみたいな、なんか思わんでもないし。やっぱり投票率が高くなったからこそやっぱ民主党政権になったみたいなところがあるってなんか見たのすごい聞いてるので、なんかね、やっぱあげたいなっていうか思っちゃいますよね。そうですね。なんかやっぱり普段あまり選挙に行かない人もそうやって民主党に当時投票して、まあ、政権交代の機運が高まったから、まあ、投票したっていう流れがあったわけですからね。やっぱりそれなしで勝つっていうのはなかなか厳しいですよね。なんて自民党がだってね 3割ぐらいやっぱ変わらずね、いて一番でっかいっていうすごい国だなっていうところですよね。本当に。そう。だからなんかね、自民党の支持率ってまあ岩盤支持ってまあ言われてる人たちがいるから、まあ3割切ること基本ないじゃないですか。でもまあなんかね、参政党を支持してるようなね、そういう人たちは私のタイムラインにもある程度流れてくるけど、なんかガチで自民党支持の人ってあんまり基本的にステルスっていうかあんまり誰なんだよっていう感じでも見えないから、だからなんで常に3割自民党支持なんだろうっていう、それネトウヨはわかるけれどもっていうね私には本当その辺がようわからんって、あんまり身近なね家族とかにもね自民党を支持してる人間いないので、なんかやっぱりお付き合いじゃないけど、なんかそういうなんでしょう、ね、会社に入ってなんとなくずっとそうみたいな、なんかそういう想像だけなんですけど本当にあるのかなみたいな思っちゃいますよね。だからまああんまりだから民主的な国じゃないと付き合いだったりとかそういう会社でそういうのを支持してるからなんだここに自民党に投票するみたいなことをですねまあ平然と行われてしまう場合が結構あるわけじゃないですか。で日本って割と長らくそういう国で、それで自民党がまあ50年も続いて55年でも続いたっていうような話があるわけですけど、ようやくまあそれがね瓦解しているのにもかかわらずやっぱり極右が伸びてるっていうそうですね、ほんとそこのなんか代わりになるのがそうなっちゃうっていう、なんかね、そうだ、ちょっとやっぱ元気はなくなっちゃいますよね、こんな、まあ、報道とか、まあね、SNS 見ても、それはやっぱりやっぱなんかあるとまあ、この間のアメリカの
ね、すごいベネズエラ侵攻もそうでしたけど、すごい一気になんか情報が増えるじゃないですか。はい。この社会にというか。はい。なんか文字情報、記事とかもたくさん出るし、いろんな人がいろんなこと言うしっていうなんか、それでなんか一気にうわって食らっちゃうみたいなところがやっぱありますよね、最近。そうなんですよね。まあ参政党がね一番典型的ですけど、ああいうなんか差別的なメッセージみたいなのをなんか普通にそのマスコミの人たちが載せることによってマイノリティの人たちがダメージを受けたりするっていうこともあるわけですし、それが前回散々言われたのにあんまりね、なんか改善されないっていうか、なんか普通にマスコミに参政党も出てるし、なんかでかい面して出てるけど、なんなんだこれみたいな意味がわからんっていうなんですよね。そうですね、本当に。だから選挙前だけでもそういうデマとか、ヘイトスピーチを規制するっていうのをね、もしかしたらできたかもしれないけど、まあ高い位置になっちゃったのでね、全くそんな話も持ち上がりすらしなくなってしまってるっていうねでももう本当でも洗いごっちゃないんですけど、だから結局そういうヘイトスピーチで利益を得てる人たちが政権与党だからっていうことですよね。まあ最初に杉田水脈の話させていただきましたけども、はい。もうほとんど詐欺師ですからね。はい。本当に。はい。OBS でさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。そうだからもう完全にだからね、高市さんとか自民党はもう差別に振り切って、むしろそういうの票を奪えたらいいなみたいな、そういうあれなのかなって見えますよね。そうですね。これで本当杉田まで復活してしまったらね、本当になんだろう、自民党の極化がね余計止まらないっていうことになりますし、だから参政党とか日本保守党とかとね差がなくなりますよね、いよいよだから私なんか今たまたま検索したら去年のね、3月ぐらいに石破がまあいなくなるかもしれないっていう話が当時出ていて、まあその後もうちょっと思ったんですけど、高い位置になって保守党とか参政党がまあ自民党に合流してね、杉田水脈が当選して勝利したらね、冗談抜きでね日本が滅亡するのではないかっていうまあ言ってましたね、そんなこと私25年の3月にまさかね、1年後にこういう状況になるとは多分思わないでね、いつもまあ思ったことを適当にポストしてただけだと思うんですけどまさかこんな状況になるとは思わないもんな。本当になんか、いやまあね、なんか世界的なやっぱトランプとかもそうだし、まあね、ドイツとかイギリスとかそういうとこね、先進国って言われてるとことかの流れとしてあるみたいな、ね、おっしゃってますけどみんな。なんか全世界的なねやっぱり極ぶれっていうのがまあだからトランプがあれだけひどいからやっぱりみんな全体的にそれに引っ張られちゃってる感じが強いですよね。なんかもうなんかなんでしょうね、やっぱ法律国際法みたいなそういうのがどんどんね、なんかもともとそんなに、そうだからこの間のカナダのね、首相の方なのかよくわかんないんですけど、おっしゃってたみたいな。本当に、その通りだな、みたいな。そうですね。今の、まあ、パックスアメリカーナって言ったら言い過ぎだけど、まあ、アメリカを中心とした国際秩序はいよいよ終わりつつあると。で、カナダはね、緑パワーの国として、
別の生き残りの仕方をね測っていかなきゃいけないんじゃないかっていうようなことをですね、イギリスじゃない、カナダのカーニー首相が、おっしゃってたんですよね。ちょっと今出しますけど、すごいですよね。だってもうアメリカの真横にいて、ちゃんと言えるっていうもちろんなんかそんななんか左派寄りな人じゃないみたいななんか言われてたし、多分実際そうなんだろうと思う。カーニーさんはまあ中道リベラルネオリベぐらいのポジションらしいですね。はい。ね、でもちゃんと言えるっていうのは。でもまあ正直これがね当然というか今のねヨーロッパの諸国のリーダーが持ってる危機意識の姿っていうことですよねだからそれに比べると日本ってどうなってんだろうみたいなのは思いますよねそうなんですよね、もう本当に。だから道の海徳さん、良い企画面白いですということで、初コメありがとうございます。ありがとうございます。でも、なんかそう。はい。いや、なんかちょうど今朝というか、前回ぐらいに、烏丸さんが紹介してた、アイヌと、マイノリティみたいな、HTV の、あれを見たんですよ、ドキュメンタリーを。ありがとうございます。紹介したんですけど、はい。なんかいつまで見れるとか書いてないんで、ちょっと早めにね、見た方がいいんだろうなって思って。2週間ぐらいはね、無料公開してるそうです。はい。なんかね、でも本当になんか、もちろんああやってね、現場で、なんかカウンターとか、活動とか研究とかしてるね、方とかいて、っていうのも大事だし、やっぱり社会全体でこれはダメだよねっていう合意をなんかね見上げるしかないなっていうか。だから本当ね。結局権威主義ってやっぱり差別だし、民主主義とかそういう階級みたいなものをそれがもう差別じゃないですか。まあそうですね。階級のある社会っていうのはつまり差別がある社会っていうことですから、まあ右翼の人たちが思考してるのは結局ね、程度の差はあるけど権威主義的で、まあ階級制の社会みたいなものを思考する傾向が強いわけですよね。なんでまあね、もう別に言うこと変わらないと思うんですけど、まあ本当に個々人というか実存のね、なんか一人がやっぱ苦しいとか辛いとか、そういうのをそういうなんか弱さみたいなところとか、なんかそれをやっぱり共有し合ったりとかなんか解決していくようななんか本当真逆に変えなきゃいけないっていうそういう風に見てしまいますよ。そうですね。だから結局パワーのあるアメリカ大統領みたいな人間を頂点とする階層的秩序だと、それだとやっぱり力による秩序にしかならないから、そうではなくて平等ですよね。個々人の平等っていうのをまず前提に考えなきゃいけないし、特にマイノリティの人たちのね実存であったりとかっていうのを考慮しなきゃいけない。でこれを考慮しないっていうのはやっぱり帝国主義ですよね。そうだから本当選挙とかでも、なんかもちろんなんかね各政策とか、もちろん、ね、経済対策だ、ね、インフレがどうなこのって大事なんですけど、なんかそういうやっぱ具体的な話も大事だけど、割とそういうなんか人権ってなんだろうみたいなところから、なんかね、話してアピールした方がいいんじゃないかなってちょっと思ってしまいますね。なんかそういうだから抽象的に前田のさっき話してたなんたらみたいなヒースの左翼ポピュリズムの伝播っていうあれでもなんか抽象のね大事さみたいな
そうですね。まあヒースはその左翼がポピュリズムに弱いのは、要は具体的なこと言わないでそういうね抽象的なことを言うからだっていう、まあちょっと批判的に書いているんですけど、でも逆に言うとそういう抽象概念がないとまあ右に寄りやすいっていうことでもあるから、人権とかね、その平和とか差別反対とか抽象的なことも言うっていうのも大事っていうことも逆説的には論じられますよね。なんか本当になんでしょうね。なんかもちろん説明が大変なんだけど、やんなきゃいけないみたいな。そうですね。だからそう人権とかね、国際法とかね、そのまあいろんな国際条約で確立した独立国家の原則とかね、そういったものってものすごくやっぱり難しいし、直感的にすげえ分かりづらいんで、丁寧に説明しなきゃいけないんですけど、まあ丁寧にね説明できないと、まあ陰謀論になったり、まあヘズマ流になったり、何でもああやって単純化してね暴力的になっていくわけですよね。でそれは良くないっすよね。なんかなんでしょうね、やっぱ歴史的になんかね、この何世紀もかけて、まああんま変わってないっていう見方もできるけど、でもやっぱり変わってきてるわけじゃないですか。本当に人の命になんかお金の価値がつけられた時代がやっぱあるわけじゃないですか。そうですね。奴隷で性であったりとか人身売買だったりとか、それをね建前でも変わってきてるっていうことをやっぱり大事にしてというかアピールしてっていう風な、なんか具体性の持たせ方ってなんかその方がいいのかなみたいな、ありますよ。そうですね。本当ね、言語化難しい。難しいですよね、でもね。だからまあ特にやっぱりマイノリティの人の実存とかを表現するのって、まあ私も一応障害者ですけど、なんか当事者であってもね難しかったり、逆にやっぱり言いたくなかったりっていう気持ちもあったりとかってね、いろいろ難しいところがありますよね。今紹介していただいてたんであれしますけど、チュヒチョル先生のフェアネスを乗りこなすって、まあ以前にも紹介したことあるんですけど、でこの本だとそうやって言語化していろいろ交通整理するっていうことの大切さとかが結構書かれてるんですよね。なるほど。なんか全然本読めないので僕が全然そうこれもね、なんか1ページ目でちょっと止まってますね、こんな本とか。あ、そうなんですね。でも私も本当最近というかね、もともと知読で本読むの苦手な方でだと自分では思ってて、最近なんかね余計こうやって配信やってたりして時間もなくなってきてね、なんかせっかくね、ご検討いただいたのに読んでなかったりとかね、そこがちょっとあれなんですけど、まあやっぱなんでしょう、やっぱ経験とか人とこうやって話す中でもやっぱ本読むのと同じぐらいって言ったらあれですけど、なんか学びはね経験があるよなとは思ってはいます。なんとそうなんかあれなんですよ、同じ行ばっか読んじゃうみたいな感じで、次の行に進めないみたいな、なんか本の読めなさなんですよね。でもなんかわかる。なんかわかりますわ、それ。なんか一つの行にこだわり出すとね、それ以降なんか読みにくくなったりとか、なんか別のその行にいろいろ大切なことが書いてあったりすると、私の場合なんかそれに関してっていろいろ思考を巡らせちゃったりして、なんか集中力が切れるんですよね。だから例えばなんだろう、道徳としての正義みたいなこともこの本書いてあるんですけど、結構まあそういうなんかね例とか載せられてたりとか、特に興味のある部分についてはいろいろネットで調べたりとかし始めちゃって、
なんか別のこと考えるようになってったりとかそう。でも分からないとこはそうですね、読み飛ばして読み直したりとかね、まあそういうのもね、あえて読み飛ばしたりするのもね、結構まあ本をバーって読むのには大事かもしれないですね。まあそう理解の仕方としてね、多分全体から把握してってみたいな。なんか割と目次だけ見て満足してるみたいな、そういうのも全然あるんですけど。まあでもそうですね、言語化ってすごく難しいし、言語化したところで自分に概念的にまあ当てはまんなかったりとか、自分の実存とちょっと違うなとかって思うこといっぱいあると思うんですけど、でも言語化することでね、やっぱりその自分を言い表せるようになったりとか、告発ができるようになったりとかするのってすごく大事なことですよね。そうですね。そうですね。僕なんか本当なんか烏丸さんの、烏丸さんにやっぱねたくさん感謝しなきゃいけないってことはないんですけど、いや感謝してるのそんな感謝されるようなこと。3年か4年前ぐらいなんですね、多分烏丸さんを知ったのが。多分で最初はツイッターとかで見て、やっぱりそのトランスジェンダーなので、そのトランスヘイトを逆に見ちゃうみたいなやってて、当時って。そうなんですね。なんか検索して、なん言われてんだろうみたいな。いやでもありますよね。ね、多分あるあるだと思うんですけど。やっぱそういう中でもその烏丸さんだけじゃないんですけど、もちろんあらゆるの方とかの発信にやっぱたどり着けて、じゃあやっぱこれはこうなんだみたいな、やっぱアジア人権ってこういうことなのかなみたいな、ちょっとずつ知ってったみたいな部分があって、なんかそういうとこかかりがないと、逆になんかその政治ってなんか全体としてぼやっとしてるみたいな、政治とか正義とか何が、ね、善悪みたいな部分で、そうなんか難しいってなんか思ってますね。まあそうですね。だから急にだからね、自分に対するヘイトスピーチが突然飛んでくるとか、まあなんか X はもうそういうね、ひどい環境になって親しいわけですけど、だからなんかね、本当そういうの良くないし、まあ EU はね、X をついにバンするかしないかみたいな議論をしてるらしいんですけど、まあだから本当だったら日本もそれぐらいのことをね、考えなきゃいけなかったんじゃないかと思いますし、ただそういったまあインターネットの状況がこう悪い中でも、なんかね、ラッキーなそういう、いや、ラッキーと言っていただけるとすごい嬉しいんですけど、なんかラッキーな出会いがあって、相性のいい人をたまたま見つけて、お話できたりとか、こうやってね、おしゃべりできたりとかっていうのが、ね、私はもうすごくそれ大事なことだと思うので、なんかそうだとね、なんか勝手で申し訳ないですけど、活動やってた甲斐があるというか、なんというか。いや、本当にいいことなんだなって思ってます。それ月並みなそうなんですけど。いやでも本当ね、でも X のだからヘイトばっかりの環境だとマジョリティがそう排外主義に接続するやっぱりねケースの方がよっぽど多いと思うので、だからマイノリティの方はマイノリティ同士でくっついて、マジョリティというかまあヘイターな人たちはますますヘイトに走るようになっていくみたいな、でねなんとなく差別的だったいわゆるまあ普通の日本人みたいな自意識の人たちも引きつけてしまうっていう、そこですよねやっぱり問題は。そうだな、なんかその被害って言ったらなんですけど、本当その実存をなんかやっぱ知らないとか、そのなんだろうな、
体感できない、体験できないみたいな、まあ、見て見ぬふりしてるとかなんですけど、大体、なんかそういう状況なんだなってやっぱ思うんですよね。その差別に加担するとか、まあ、権威主義とか、ああいう、まあね、ネット右翼みたいな状態になってるっていうと、なんか一点でも何かでそのマイノリティ性とかその被害に遭うみたいなところが引っかかりになれば多少まあそれでもね難しいのもあるんですけど、なんかそこのそうなんかそういうなんかウィークネスなところをやっぱ着目していくべきなんじゃないかなって、個人的にはすごい思ってて。そうですね。そうだからねやっぱり少数派の方がね強く発信すべきじゃないかなっていうところではあるんですよね。まあネットウヨみたいなね少数派でああいうヘイトとかしてる人はもちろんダメですけどなんだろうだからどうしてもねやっぱり私たちみたいな人間だとねちょっと発言するのに躊躇してしまったりとか障害があることで叩かれたりしたら嫌だなっていう気持ちは当然私にもありますけど、でもそうやって言わないと同じ立場の人が接続してくれる可能性がないわけで、だからねだからグロックはなんかね今私が対立するように仕向けてるんですみたいなことを言ってるらしいですけどまあそういうのにはやっぱ乗らないでねできるだけね安全にツールを使っていろんな人とつながっていくっていうのは大切なのかなとは思いますよね。なんかやっぱりなんかこれは割と最近じゃないけどちょっと前ぐらいになんでしょうねまあ僕はビーガンでも一応あるので、なんか動物解放みたいな記事とか読んでて、やっぱり隠されてるっていう被害とか苦痛みたいなのが、やっぱ見て見ぬふりするように構造としてなってるみたいな。でむしろそれなんだっけなちょっとサイトとかあれがないんで口頭だけの説明になっちゃうんですけど、共感があるから、すごい見て見ぬふりするし、共感ってやっぱ誰でも多少は持ってるじゃないですかそうですね。なんか相手に対してね、これは人でも動物でもあると思うんだけど、そういうのがそれがあるがゆえにそれを遮断して見ないようにしようみたいな、やっぱ直視すると辛いからみたいな部分が逆になんか今のビーガンの人の方がね私はなんか共感性とかがやっぱり動物のね権利に関心を持ったりするっていうのはね、共感性が高い方々じゃないかなとも真央さんも含めて思っていたんですけど、でも逆に人間には共感性があるからあまりにもやっぱり自分たちが動物を殺してるっていう事実が辛いからそれに目を背けたくなるっていうところがあるっていうことですかね、今のおっしゃるところで言うと。だからそれに本当になんかそこの壁を取り払うみたいななんか共感性を発揮するためのなんか準備をすればなんかねやっぱいい流れの方に変わることは多分できるよなとは思ってそういうのを読んで思いましたね。なるほど。ね、だからそうですよね。だから動物に対してどれだけ倫理観を持つかって言ったら私も全然不十分なのであれなんですけど、やっぱり実際にねなんでしょうね、動物に触れ合ったりとかすることで当然ね共感性が高まるっていうところもある
けれども、ただ逆にその共感だけで訴えようとすると、いや私はそんなの共感できないって言って拒絶されてしまうっていうこともまああり得るっていうことなんで、だからそこですよね。そこをどう解きほぐしてね、人間もね動物もね変わらないよっていうところを伝えていかなきゃいけないっていうところですかね。まあね、実際に苦しんでいる存在ですよっていう、そこは科学的な事実ですよっていうのももちろんそうなんですけど、あとは、まあもちろん、そうだなんか動物たちはやっぱ喋れないので、そのね当事者の意見をね聞けないっていうのはあるんですけど。そうですね。で、なんかその逆に今のネットみたいな空間にいるとオタクの人がなんかビーガン叩きをやってたりとか、だからそういうコミュニティの中にいるとビーガン叩きを一緒にやるようになってしまったりとかね。で、そういうのも共感性の悪い方向に発揮してますよね。やっぱりそれは非常に良くないですよね。ヘイトが広がってるっていうことなので。そうなんか今コメント書いてありますけど、でも実際やっぱりビーガンというかお肉とか動物性のもの買わない方が安いですよ。安いというかお得ですし、なんかすごい敷居が高いみたいな、なんかイメージ持ってるし、僕も持ってるしまだあるけど、でも僕もだからビーガンって言っていいのかなっていうような生活ではあるんですよ。その納豆とかのね、タレには鰹節のエキスが入ってたりとかするし、そういうのね、納豆が出てくるし、みたいな、そういうね 100% ってのは無理なんですけど、だから言っていいのかなって思うし、そこ悩むねビーガンの方たくさんいらっしゃるみたいなんですけど、例えばその言ってくっていうのも大事っていうふうにやっぱ言ってる方とかも、でもやっぱ方向性としてそう思ってますっていうことの表明だみたいな部分があるので、でも実際その食費っていう面に関して言えば圧倒的にお肉とかや魚とか買わない方が安いですね。でもまあ確かに言われてみればね、その菜食米が今ね誰かのせいで高くなっちゃってますけど菜食に徹底した方がね、まあトータルでは安くなるはずですよね。確かに。だからその辺ですよね。よりそうです。で完璧でなくても別にビーガンと名乗ることに関してはそれはね人のそれぞれの、考えだから、今なんかそのアニマルライツセンターのやつちょっとざざっと読んでたんですけど、まあここにはねビーガニズムに関して、個人的な状況が許す限りビーガンとしての生活を目指す人のことをビーガンだと言っていると。だからその定義によれば真央さんはちゃんともちろんビーガンだし、人間がね動物を搾取することなく生きるべきであるっていう思想を信じていればビーガンっていうふうにも言えるわけですよね。なんかね海外っていうとあれなんですけど、なんか有名な人のあれをなんか字幕でチラチラ見るんですけど、その中でも選択肢がある中でそれを選べるっていうのが大事だみたいな言ってて、そうやっぱりもちろん今でもね狩猟採集で生活してる方とかいらっしゃるし、そういうところで必需品だったり必要だったりとかするっていうところはあるんだけど、でも今こう資本主義の中に生きてて買うものがあって、選択肢がある中で、じゃあやっぱ牛乳買うよりは豆乳買おうとか、そういう本当にね、なんか一個一個自分ができるとこでやればいいのかなっていうのは思ってますね。
今コメントそうですね。ビーガンを支持していますが、持病や特性でビーガンになりきれない部分があるため、食べた写真を上げない、ビーガン叩きに反対するなどでできることからサポートしているということで、素晴らしいという、ありがとうございます。そう、だから、そんな感じで、ゆるくビーガンをやってるっていうだけでもね、全然違うと思うんですよね。私も一切そういう写真上げなくなしてるんですけど、ネット上では少なくとも。だからやっぱね、食べた、そういうのを上げてる方見ちゃうとね、やっぱショックは受けちゃいますけどね、逆に。少なくともビーガニズムに関心ないんだな、この人って。政治家の方ってそういう人すげえ多いから、なんか左から右まで大体そうじゃないですか、正直。だからそこはちょっとね、ってなんかいつも思ってしまうところは正直ありますけどね。そうですね。だからもちろんね、選挙なので、共産党か社民党か、ちょっとどうしようかなって悩んでるんですけど、多分、小選挙区は多分前回、共産党の候補者が出たので、今回も出るので、で、なんか立憲の候補者がずっと勝ってるとこなので、うちが。そうなんですね。選挙区が。だから共産党に入れても大丈夫だろうっていうので入れようとは思うんですけど、だから比例がなんか南関東ブロックなので、だから共産党も議席を前回も取ってたし、社民党でいいのか、悩ましいというところはあるんですけど、でもどちらの党も、もちろんトランスジェンダーに関しても、もちろんざっくりしたことしか言わないというか、差別反対ぐらいしか言ってないってとこがあるし、こういうね、ビーガンとかのことに関しては全くやっぱり言ってないわけじゃないですか。ちゃんとそういうか、ですね、一貫した主張としては、やっぱりビーガニズムを立ててる政党って基本ないですよね、日本は。団体としてはあったとしても。そうなんですよね。だから絶対ビーガンの政治家にしか投票したくないってなると、正直日本には投票できる政党がないっていう話にもなってしまうので、そこまでね、だから真央さんもそういう方ではもちろんないし、私もそうですけれども、それでもね左派を支持してますけど、なんかね、もうちょっと選択肢がね、先ほどね、の方が、おばすんさんが緑の党の話、ちょっと、ご支持されてると言ってましたけど、なんかそういう党があってもいいような気はしますよね。そうなんですよね。やっぱなんかヨーロッパもそんな詳しいわけじゃないけど、やっぱそういうのと違いが、ちょっとなんか向こうはすごい多党性がね、実際もうたくさん党があって、そうなんですよね。みたいな。選挙制度から違うっていうのもそうなんですけど、なかなかその辺をね、解決っていうあれなんですけど、なんかやっぱビーガンを増やすとかそういう一番の近道なのかなって思い、あらゆる差別を減っていく、やっぱ動物の権利って、今ねヒューマニズムって人間の権利って人権って言ってるけど、その外側に今あるものだから、人権すら包括してるものなので、でもそう今ね極水さんが書いてますけど、そのブラック差別もだからあれですよね、カーニズムの肉食主義の中で生まれたので、抵触するというよりは一緒なんですよね、そこは。もともとはだから一緒根は一緒なんですよね。だからブラックの方とかアイヌの方のね生活を絶対否定してはいけないんですけど、本来だったらそれ両立するはずの話なんですよね。なんか両立しないかのように言う今コメントがそうだということじゃなくて、その両立しないかのように考える人がいますけど、そういうことではないっていうことですもんね。そうなんですよね。だから、伝統的なそういった狩猟とかを認めるっていうことと、
なんだろう、ビーガニズムを社会全体として推進していって、まあ要はだって家畜と言われてる、家畜って言い方差別だと思いますけど、ね、畜産業って言われる形態が今問題なわけだから、だからそこ改善していくことって一緒につながっていけるはずなんですよね。うん。まあ、やっぱなんかね、死は営むとか、やっぱ肉食、やっぱりね、動物殺すみたいな、それが、なんでしょうね、やっぱ良くないって、やっぱ昔の人ですら思ってたわけですよね、それは。つまり。それとやっぱ接続してるものなので、そうそうそう。だから矛盾なんですよね。だから自分たちがやっぱ食べたいけど、それは嫌だみたいな。なんか良くないことだみたいな。まあだからね、ウサギを鳥だと言い張ったりとかね、当時の、ほんとずるいですよね。でもやっぱりそこからやっぱ始まってる話だと思うので、ただやっぱりずるいで片付けるんじゃないくて。そう、最初のなんか共感がゆえの差別だと思っているので。ですね。でもそうですよね。でも本当今コメントありましたけど、卵の値段一つとってもなんかこのシステムも持続不可能になりつつあると思うので、本当に。だからやっぱりその辺はトゥンベリさんとかねが指摘してる通りですよね。でも本当に持続可能なものが何一つないので無理ですよね。すごいですよね。だからこんなにね、もう夏が怖い季節になってしまったわけですし、だからその温暖化対策とか、ね、持続可能な社会って言った時にやっぱビーガン的なことを言わないっていうのはやっぱり欺瞞になっちゃうっていうのが、そうですね。絶対現状としてあるっていうことですね。そうで、ちょっとまあなんかこれもすごい個人的なんですけど、やっぱりもう一つやっぱね、車社会が車社会の話をしたいなってことじゃないんですけど、しとこうかなって思って。唐島さんはでも車運転なさるんですか？やっぱり。まあ正直言えばそうですね。だから、そこね、本当は私もね脱却したいというところなんですけど、でも、正直無理なんですよね。自分のやっぱり障害とかの問題もあって、まあ今勤めてるところの勤め先にそもそもねバスか車しかないっていう、まあ行けないっていう。いや、まあそうなんですよ。そう。電車通ってないんで。そういう、構造的なというか。だから本当だったらね、電車で行けるんだったらね、別にそっちの方がだって楽だから普通にそっち乗ると思うんですけど、さすがにやっぱり朝やっぱり起きて歩くのって僕やっぱり障害の関係もあるのか、無理なんですよね、正直。なんかミクロでね、見ると本当にそうで、だから何がじゃあ大事かってで、まあ今何が問題かって多分車がでかすぎるとかなんか無駄にやっぱ走行車なわけですよ、言ってしまうと。そうですね。そうだから人一人が移動するのにすごい余計なものを積んで移動しなきゃいけない状態になってる。だからなんかゴルフカーぐらいのサイズで本来は多分いいはずなのに、どんどん巨大化してどんどん速くなったりとかしているっていう。まあ過剰性能ですよね。過剰性能な割になんか安全性は大したことないみたいななんだこれみたいな乗り物になってきてるので、なんか交通圏とかにやっぱ関心があって、そういうこともよくつぶやくんですけど、なんか一番なんていうか
やっぱ肉食とかと一緒で、当たり前に なりすぎてるじゃないですか。私肉食で言ったら食文化だからとか、食べて栄養になるからとか、そういうなんかものですごい塗り固められてますけど、やっぱ車って言ったらやっぱりその移動するためだからとか、仕方ないんだみたいな風になってるけど、でもやっぱじゃあその車社会から抜け出してるようなね、北欧というか、オランダとかを見るとやっぱ全然道路の仕組みから何からパッと見だけで違いが分かるというかもちろん車はあるし使えるんだけど、その比率が違うとか、なんかそこをすごい取っかかりにやっぱなれるなとは思ってて、なんか僕自身がすごい自転車に乗ってすごいこれはなんだこれはってなったんですよ。なんか3年前ぐらい、2年前から3年前ぐらいに自転車、クロスバイクでちょっと軽くて速い、なんかママチャリの倍ぐらいの速度出せるのを買ったんですね。なんかすごいちゃんとしたロードバイクではないけどっていう。それでやっぱ車と一緒に走るようにしたんですよ。昔子供の時とか学生の頃は普通に、歩道を走ってたけど、もう車道を走るかっつって、でちょっと法律勉強してで走ったんですけど、もうやっぱ怖いんですよね。そうですよね。本当怖いですよね今。本当に。で来年っていうかもう今年の4月からもうね青切符みたいな導入されて、より乗る人が減ると思いますけど。で車道を走ってやっぱすぐもう肩スレスレぐらいのところはやっぱバスとかでかい車とか通るわけですよ。幅がないと道なんて。そうですよね。だから車嫌いになるっていう話なんですけど、また好き嫌いの話じゃなく本当に構造として安全に誰も移動できない。歩いててもそうですよね。横断歩道あるけどすごい遠くにあったりとか、で歩道橋はあるけどわざわざ登って降りるっていうことを歩行者に強いてとか、そういうなんか車社会っていうと車が悪者だみたいないうあれじゃなくて、構造がおかしいっていう話で。そうですね。なんかでかい車が必要とか、たくさん乗れたりとか、救急車必要だし消防車必要だしっていう、それはもちろんなんですけど、すごい構造の話だし、すごい複雑な話だし、すごい反発もあるような話なんだけど、すごいだからこれがすごい社会の縮図的な部分があるなってすごい思ってて、だからそこの意識を変えるのが割となんかビーガン増やすみたいな話とすごい近しいなってすごい感じてて。いや全くその通りだし、今もコメントあったんですけど、やっぱり社会構造の話であり政治の話ですよね、これもね。だから豆谷市長じゃないけど、ああいう今左派でね環境に関して配慮してる政治家の人って、まずだからモータリゼーションやめようっていうメッセージも出してるんですよね。でも日本ってやっぱりでも日本ってやっぱりあまりにもトヨタみたいな企業が強すぎるせいで、誰もやっぱりモータリゼーションを根本的に否定できない。みんな車に乗ってる。特に私の住んでるね北海道みたいな地域は、車乗らないかったらね、障害者の人間は会社行けないとか、実質生活人質に取られちゃってるわけなんですよね。だからやっぱりそこをなんとかしていかないと、持続可能にならないよなとは思いますよね。そうなんですよね。やっぱその歴史
としてやっぱ交通戦争みたいな、たくさん人が死んで、みたいな。で昔の自動車でさえそうで、今だってもう何倍だろう、すごい横幅がすごいでっかくなってるわけですよ、昔の車に比べて。そうですね。道の幅ってだから変えられないのに、あんまり、変えられないけど車だけどんどん横に太ってなんで横なんだよ、縦に伸ばせばよくないかみたいな、ちょっと思っちゃったりもするんですけどでも結局これもだから見た目の良さとか乗り心地とかの多分問題ですよね。それはね、そのなんだろう、耐食性能とかは上げなきゃいけなかったとは思いますけど、でもやっぱり横幅広くなってんのはすごい地味だけどすごく問題ですよね、本当に。そうなんかまあね、ここのもうなんでしょう、もちろんね共産党とか社民党とかもそうなんとなくそういうふんわりと演説とか聞く中で、確かにそういうふうなこと言わないこともないんですけど、やっぱ大々的に言ってるわけではないし、そこもビーガニズムと一緒で、なんかこの車社会とかモータリゼーションの話って日本じゃ全然できないっていうのがあり、本当に。ただそうですね、サハ内でさえあんまりそういう、あまりにも、その生活必需品化してるからできないっていうのは、私も実際使ってるし、でもそれ自体がやっぱ政治的問題ですよね。なんでみんな車持ってなきゃいけないんだよっていう本当はね、そんな義務ないはずなんですけどね。でそのくせね、生活保護の人が車持ってたら没収されたりするんですよ。意味わかんないっすよねいやだって生活必需品化してんのあんたらでしょっていう構造作っといてね、そんな本当理不尽を感じますよね。そうなんですよね。だからやっぱ今ね、やっぱカーゴバイクとかやっぱ何トンも運べるようなカーゴバイクとかもね、新しく作られたり、やっぱり多分全然その割と、電気自動車もそうだけど、なんか選択肢というか変えることはできるんですよね。その不可能じゃないというか。車道とかも大通りとかだと第一車線ってほとんどもうバスしか走ってないみたいなとこもやっぱあるわけですよね。なんか一番混雑する時間に合わせて、車幅を増やしましてみたいなところが、あるので、だからもちろんね、ループみたいなね、あれは危ないって言ったりとか、利権がかかったりとか、もちろん全然良くないんですけど、ただなんかそれ移動手段自体は別に悪いものじゃないので、なんかね、本当になんか歯がゆい思いをして見てますね。そういうミニカーはね、いいんですけど。でもそうですよね。だから高齢であったり、その病気、うつとかを患ってたりとか、ね、そういったね、やっぱり事情でやっぱりあんまり車使いたくない、私もできれば使いたくないんだけど、でもあまりにもやっぱりね、生活に支障があるから使ってるっていう、人かなり多いって思うんですよね。だからそれがそもそもね、社会として社会問題化しなきゃもっといけないのに、特に経済界の都合でそれがぐっと抑えられてるのが今の日本だと思うので、アメリカもそうですけどね。だからだから原付とかもだからなんか昔原付乗ったおばちゃんがたくさん街にいたみたいな時代があったところでなんか規制されて、みんな車に乗り換えてみたいな歴史があったみたいな。だし、自転車だって毎年減ってってるわけですよね、自転車乗る人が。自転車が多かった頃とかって多分その数が多いからむしろ安全になるみたいな、そういうのがあって、
ああ、そうですよね。まあ確かにいろんな人が利用するから、まあマジョリティの都合じゃないけど、実際そうやってね、政治が変わったりしてたわけですもんね。今はね、やっぱなんか誰でも車で細い道も走っちゃいしまうみたいな。その辺がね、構造としてありますね。はい。いや本当にな。だからこういうまあ選挙にね度に本当ねから日本ってそういうね今の気候危機であるとかヴィーガニズムの問題だとかモータリゼーション問題だとか全部つながっているサステナビリティの問題だと思うんですけど、なんかやっぱり議論にならないですよね。だからなんかあまりにもネトウヨ的なその参政党みたいなのが外国人差別みたいなめちゃくちゃなことするもんだから、そっちに全員が引っ張られてるっていうのが現状だし、私ももちろんね差別に反対してますけども、でも本当はね、だから、ね、差別に反対するのなんて当たり前なんだから、参政党みたいな政党はそもそも存在を禁止させて、こういう議論をちゃんとできる環境を作んなきゃいけないっていう話かなと思う。もちろんそのね、順番があるような話ではないので、なんか全部大事なんですけど。もちろんそれはそうですけどね。はい。ただやっぱり、なんか、もちろんね、家から一歩も出ないとか、ずっと同じ場所にいる人もいるけど、でもやっぱ外出ないというか歩かないとは乗り物に乗らない人って少ないと思うんですよ。誰だって多分道散歩したりとか自転車乗ったりとか車乗って出かけたりとか、あるはずで、そうだからなんかこのやっぱ交通の分配率とか、やっぱそう考えるってすごい大事だなって思って、なんか日本もなんか世界的にここすごいいいじゃんみたいな言われてるとこもたくさんあって、細い道なんだけど道狭いとかなんだけど、そのおかげでやっぱその車の速度が抑えられてて、いいよねとか商店街があるよねとか、でもそれと同時にやっぱ商店街でもなんかほぼその幹線道路になってる商店街みたいなやっぱあるじゃないですか。はいはいはい。その川越の有名なとことかもそうですけど、すごい歩道あるけど狭くて人は歩けないみたいな、そういうところをなんかね歩行者天国にするとか、そういうの業者の車専用だけにするとか、なんかねやり方はたくさん本当はあるはずなんですけど、そうなんかね、その辺がそうですね。サズでそんなこと考えてなかった、勉強になったということでコメントありがとうございます。そうですよね。私もねなかなかちょっと取り上げられなかったりするところの問題かと思うんですけどね、真央さん本当にだからね視点が鋭いというかね、社会構造の問題だとかサステナビリティの問題についていつも発信されてるので、なんかすごいなと思いながら見ているんですけど自分が生きてる上でなんか嫌だなって思ってることでしかないのでこれはいやでもそうですよね。だから個人的なことが政治的なことに引き付けて考えられてるなと思うので、そうでも本当になんか誰もがその免許取れて誰もがその車運転できるようななんか社会だったらまだね、その車が当たり前で、車があるのが大前提っていう社会でいいと思うんですけど、そうじゃないというか、乗れない人もいるって考えないといけないよなっていう、それがね本当公共だし、なんか道路だからすごいなんか分かりやすいじゃないですか、目に見えて。さっき言ったなんかその人に伝えやすいものだなとは思うんですよ、この人権について。なるほど。そうですね。具体性がある
訴えができますよね。うん。そうそうそう。なんか、すごいいいなとは思ってますね。そういう点で。なるほど。そうそう。スケアードストレートっていうのが日本ではまだ行われてて、はい。検索するとたくさん出てくるんですけど、なんか恐怖、スケアードって恐怖で、はい、でなんかストレートなんか強制って言って、なんか恐怖で支配しようみたいなのがあって、子供のうちからその事故のなんか演習を見せるんですよね。いやなるほど。そういうなんか教育っていうか、自己再現みたいなことが行われてるんですね。そうそう、それがあんまり話題にならないのが怖くないですか？うんうん。だからこれってでもそうですよね。なんか恐怖を植え付けることによって人をあれしてるってのって考えてみればめっちゃやばいですよね、これ。人権侵害。はい。実際なんか亡くなっちゃうスタントマンの方とかがいるような事故とかも起きてるんですけど、はい。なんかそれだけじゃなく、やっぱこの子供のうちから、はい、植え付ける、すり込むっていう、まあね、多分なんか学校通ってた人なら多分見たことが、僕もなんか昔小学校低学年ぐらいの時になんかね、警察官の人が来てなんかやってたなみたいな思い出せるんですけど、やっぱ子供のうちからなんかこの車社会の、車は危ないからみたいなやっぱ刷り込んでるよなっていう、割とだから権威主義みたいなものがすごい形になってるものだと思うんですよね、構造として。だからそうですよね。なんか交通の権利についてきちんと教えるんじゃなくて、なんか恐怖を植え付けることによってなんかマナーを守らせようとするみたいなやり方ですよね。恐怖政治的な手法ですよね、これは。確かに。私もすいません、よう知らなかったけど。はい。これだから交通事故だからなんか事故っていうふうに言ってるけど、でも殺人とかもちろん性暴力とか、そういう他のなんか、いろんな凶悪でもね、そういうの子供に見せないじゃないですか。しかもこれ被害者避難の典型例ですからね、これ。そうですよね。だから不注意なやつが悪いみたいな論法も入ってるわけですよね。だって事実上もちろん事故を起こすやつが悪いんだろうけども、そうなんですよね。なんかだからそこがすごい、もちろんいろんな他のことも全体的にでもそうなんですけど、やっぱすごいディストピア味がある現実だなっていうか、っていうふうには思ってますよね。なるほど。そうそう。でもみんなでもなんかおかしいなとは思ってるはずなんですよ。怒ってたりとか、自転車道を作ってくれみたいなこともね言ってる人もたくさんネットに見ますけど、なんか僕もすごい昔サラリーマンだった時になんかすごい怒ってたんですよ。なんかそういう車に対してただただ怒りを向けてた時期があって。なるほど。ただなんだろう、恐怖っていうか、恐怖もそのものが目的かどうかっていうところなのかなと。確かに裸足の弦とかもある意味恐怖をテーマにしてるところもあるとは思うんですけど、ただ結果としてなんかなんでしょう、最終的に平和な社会が大事だっていうところに行き着くのか、なんかそうではなくて行動を統制しなきゃいけないみたいなところに行き着くのかっていう
からスケアードストレートはこれであれですよね。だから当然自動車社会に反対するための目的じゃないから、やっぱりそこが間違ってるっていうところですよね。うん。そうそうそう。そうだから歩行者優先がね原則のはずなのにこれをやってるのもおかしいし、これを通じてなんかねその自動車社会が危険だとか、その自動車社会をやめようみたいなところに訴えるんだったらまあねまだ一理あるかなと思うんですけど、だけど、そうじゃないのでやっぱり間違ってますよね。マナー守れみたいなこと言うのおかしいやろっていう。なんか人権がね、なんか見てってな部分というか、そうそうそう、ありますね。だからそういうね交通権とかね、そう交通マナーの話とかするとなんかね免許がどうとかってなんかその外国人がみたいなことを言い出すやつがまたいるしね。だからいい加減にせえやっていう話でしかないんですけども。なんかやっぱり差別とか戦争に反対っていう前提がないと、そういうなんだろうサステナビリティのある社会っていう次の段階にまではなかなか行きつけないのかなと。ね、なんか日本って今そういう状況が続いてんのかなというのはちょっと思いました。お話聞いて。はい。なんかでもなんかね健康とか、なんでしょうね。なんかすでにある国民皆保険とか、なんかすでにあるものだからなんか求められてるみたいな部分があるというか、そうだから車みたいなその構造物というか道路とかも、ルールとか仕組みとかも、なんかねすでにあるからなんかそれが前提になってるだけでやっぱりその作り変えるというかその理想というか、なんかユートピアみたいな話ですけど、それをなんでしょうね、本当に一番いい形は何なのかっていうことはね、理想主義って言われるようがね、なんかなんでしょうね、それは考えていかなきゃいけないよなって、それはそうですね。だから、だから右翼的な人たちは何でもそうやってなんかね二言目には外国人がどうとかっていう話をしたがりますけれども、もちろん差別に反対することは当然として、その先を本当はね考えなきゃいけないですよね。いろんな社会でのこういう構造的な暴力だったりとか人権侵害があるわけだから、それをやっぱり同時的に一緒に解決していかなきゃいけないなというふうに思いますよね。本当にそうやっぱりなんかその選挙の話がすいませんあれでしたけど、なんか論点をね勝手に向こうに設定されて、なんかいつもそっちで結局こっちはこういうね交通権の話もそうだしビーガンの話もそうだし、いろんな気候変動の話もそうだし、いろいろ話さなきゃならないことがたくさんあるのに、なんか全てをねなんかヘイトで塗り込めようとされるからええ加減にせえやって言いたくなるんですけどね。すごい共産党さんが言ってるやっぱ未来社会みたいな文言で言ってることって割とすごいいいことだなって思ってて、すごいなんかなんでしょうね、割とだから共産主義の文脈で資本主義を乗り越えた先の社会みたいな形で言うんですけど、割とそれをもっともっとなんか具体化して話してほしいなみたいな思っちゃった。それは今のねどういう交通システムがいいのかっていうのももちろんそうですけど、それ以外のいろんなシステムの中で、そうなんか山添さんとかがやっぱそういう演説とかで多少話してたりとか去年とか見てて、やっぱ共産党がやっぱその野党第一党とか今与党に近づくようなとこになると、なんかもう社会の多分見えてる景色が全然違うと思うんですよねみたいなこと言ってて、そうだよなって思った
か、うん、そうですね。だから本当にその資本主義の先に、こういう未来の社会があるんだっていうこと。だから共産党さんはね、だから講演会とかではそういった話もね、たくさんされてる、実際活動していただいてるわけです。してくださってるわけですけども、ただなんか選挙になるとね、なんかそういう話が聞いてもらえないっていうなんか感覚はありますよね。だからそこがやっぱり問題なのかなという気がしますよね。そうですね。だから地方創生とかにも本当はね、全部つながってる話なんですよね。地方でそうマイクロバスを運営したりとか、そのね、電車増やしたりとか、その持続可能なコンパクトシティ構想みたいなのも進めていかなきゃいけないんだけど、なんかね、みんな金の話みたいなことばっかり言うからってなんかおかしくなるんだよなっていう、ですね。そうそう。本当に。いうことですかね。すいません。なんか、真央さん大変、ありがとうございました。なんか、めっちゃためになる話ですいません。普通に。いや、とんでもないです。私がなんか逆に1時間ぐらいお話聞いてたような感じなんですけど。いや、ありがとうございます。本当いつもいろんなことを教えてくれて。全然なんか、本当になんかだからトランスジェンダー差別とかも、はい。本当にね、ひどいものがあるじゃないですか。そうですね。そう。なんだけど、だからいつまでっていうか、やっぱヘイトする人たちはやっぱ同じことしか言ってないので、ずっと。もちろんそれにね、カウンターするのも大事だし、なんか反対していかなきゃいけないんですけど、やっぱそのプラスで、じゃあどういうその、ね、男女二元論から抜け出してとか、それこそなんかセルフ ID みたいなものを作ってくれよって思ってるし、今も裁判所がどうこうなんですよね、今もう。あとはまあその病院の先生がいい先生だったかどうかっていう。そうですよね。トランスの方はそういうのにすごく左右されるっていう今状況なわけですよね、日本は。もうなかなか本当に大変な状況で、そう僕自身、ちょっと多分最後なんで言うと、なんかすごいのんぽりなって、のんぽりっていう言葉も嫌いなんですけど、本当にそういうなんか政治とかも見たこともあんまないというか、本当になんか白票を投票してたんですよ昔。そうなんですか。なんか信じがたいはい。なんか大学の時の一番最初の選挙だったと思うんですけど、多分。はい。そう、安倍さんがまだいた時ですかね。なんですけど、それぐらいのなんか状態で、その後とかはもう大学出た後とかはずっと霊障主義者だったんですよ。自分自身すら差別して、すごい自民党はダメだって思いながらも、他もよくわかんねえよみたいな感じで。例えばさっき唐妻さんを知ったみたいな話をしたんですけど、その前ぐらいでやっぱりそのトランス、性別移行しようみたいな決意をした時とかに、やっぱりなんか自分と向き合った時に、なんか自分と同じ経験をする人を増やしたくないなって思ったんですよ。その性別違和もそうだし、なんかそういうので悩む人、なんか社会のそういうのをなんかなくせたらいいなっていう思って、なんかそれがなんか一番最初なのでなんでしょうね、なんかでもみんなそう思ってるとは思うんですよ。自分が苦労したら、その苦労したことをなんか次の人にさせたくないなみたいな、なんか
思わない人あんまりいないと思うんですけど。そうですよね。本当はね、そう願ってるはずなんですけどね、誰もが。やっぱどっかでなんか線引いちゃったりとか、なんか自分には手に負えないからみたいな目を背けたりとか、諦めちゃったりとかするんですけど、でもやっぱそこをね、諦めんなよっていう、そのなんか、そういう勇気づけるじゃないけどそうそうそう。でそれはさっきのビーガンの話の時のやっぱ共感というか、そういう、まあね、なんか人権は別に思いやりじゃないっていうのはそうなんですけど、多少そういう共感力みたいな思いやりみたいなのが誰にでも多少はあるので、それを発揮させるようになんかね、いうのが必要だなってなんかすごい思いながら生きてますね。いや本当にそれがね、一番大事なことじゃないかなと思います。だから自分自身の人権を守るために、他の人の人権も守るっていうのがね、やばい人権活動の最初の一歩じゃないかっていう気がするので、そうなんですよ。だから参政党とか支持しちゃう人とか、もちろんね、なんか陰謀論とか、なんかデマ情報とか、あとすごい偏見とかにやっぱり使ってる状態だと思うんですけど。そうですね。そうね、なんかそういう人でもなんかもう手に負えないよみたいな人もいますけど、なんか最近でもなんかフィーさんの話とかいろいろあったじゃないですか。そうなんかなんですけど、ただやっぱ諦めちゃいけないよなとは思うんですよ、そこは。そうですね。その冷笑するんじゃなくて、そうですね、そこは。なるほど。牛尾さんコメントありがとうございます。そうですよね。自分の経験した苦しみをね、同胞に味わってほしくないっていうところからね、やっぱり活動してる人とても多いと思うので、そういう気持ちがね、やっぱ大事っすよね。本当になんか月並みで申し訳ないんですけど、でもね、本当大事だと思いますよ、そこが。だからね、自分の人権を守るために、回復のために、他の人の人権も回復しようっていう、どこからやっぱ出発しないといけないかなと思うので、ね、本当戦争は嫌ですし。やっぱりああいうね、神谷宗平じゃないけど、彼らにだってもちろん人権はあるわけだけど、ああいう人をね、人とも思わないようなことを主張する人っていうのは、やっぱり政治的にはね、どう考えてもね、不適格だからね、やっぱり退場してもらうしかない、そういう主張はやめてくださいと言うしかないし、ただね、なんかね、それが社会のなんか共通理念にならないのが歯がゆいんですけど、って思いますけどね。そうですね、だからもう本当になんか公に出しちゃいけない主張をしてるので、ね、それこそもうね、自分家だけで、ね、やってくれよっていうような話なので、そうだからやっぱ公共というか、やっぱそういう公共空間みたいなのがやっぱ乗っ取られてるみたいな部分があります。ボクさんコンカラスです。そうですね。そうですね。もちろんすいません。口調的にあれだったかもしれないですけど、白票を投じたからといって、揶揄したりするっていうのは、それはまたそれで違うわけですよね。だから真央さんだってね、かつてはそうやって悩んでそうやって投票されてたけど、そこが別になんて言うんでしょう。自分がね、そのシニカルになっていただけであって、実際にはその人権とかにちゃんと関心があったわけですから、だからそれをなんか、愚かだとか何も知らないとかっていうのは違いますよね。そうですね。だから、そんないろんな選択しちゃうっていうのは、そう誰だってあるというか、それからそうですね、ちょっとその揶揄してるようにちょっと聞こえたらっていうか、そうですね、そんなあれはだったらちょっとごめんなさいというか。いや大丈夫です。私だと思うので、そう僕自身もなんかその烏丸さんとちょっと似てて、やっぱそのなんか
なんでしょうね、笑っちゃうというか、やっぱ、そのニヤニヤしたりあるので、まあね、照れなんですけど、全部。そう。ね、だからそういう人にもね、やっぱ白票を今投じたり投じようとしている人にも、まあそういう話がね、少しでもね、伝わるように、まあ本当ね、話していかなきゃならんなという、危機感を持ってね、やっぱやっていかなきゃいけないんですよね。まあ、個人的にね、何ができるんだろうみたいな、もちろんあるんですけど、別になんか街頭に立ったりとかもできないし。これはでも個人のやっぱり事情があることですからね。そうだから僕なんか本当なんかマッチングアプリみたいなのやるんですけどそういう時になんかちゃんと書いとくんですね。差別反対とか左派を伸ばしたいよとか、でなんか割とそういうのを聞いてくれるんですよ。でなんかそういうのでちょっとずつ話してそれは新しいな。いやなんかでも本当そういうのでなんか話してとかして、今友達になったりとか、LINE してる人とかって割とそういう人で、そうですね、なんかそういう個人的にできることをやっていくしかないなとは思ってます。はい。そうですね。やっぱりね、まあ仮にもね政権交代したこともあったわけだし、これからもね、いろいろなねやっぱり言いたいことはあるにせよ、まあ完全にね民主主義が失われたという状況ではないのでね、やっぱり頑張ってあがいていきたいですね。はい。だからなんかね、でも僕は個人的にはやっぱさっきなんか唐沢さんとかもなんか純ちゃんさんとかもなんか動画でなんか政権交代まではしなくていいみたいなおっしゃってるじゃないですか。言う人がいるじゃないですか。私はそこまで思ってないですけど。した方がいいとは思ってやっぱりなんか、少なくともなんか今したら下でなんかたくさん多分悪いものが出てくるじゃないですか多分。そうですね。隠れてたものとか、なんかそうもちろんね。なんかよりそれでまたバックラッシュがみたいなそういうのも分かるし経済がっていうのも分かるんですけど、できる時に去年ね別に玉木さんがね首相になってもよかったわけですからまあ首相はまあだけどまあでも政権交代あの時にね起きてもねよかったわけですよね。なんでまあねとりあえずやる、でそれはそれでもちろんだから投票するってことじゃなくて、ね、左派は左派でしっかり伸ばして、いかなきゃいけないっていうところで、そうですね。だから共産党とか社民党に入れるけど政権交代起きたらいいなとは思ってます僕は。はい。いや私もそう思います。もちろん中道ねなんちゃらかんちゃらみたいなねよくわかんないことしかやってるっていうのは分かってるし、全然支持できないし、あれなんですけど、そうなんか自民党がね完全にいなくなってくれるとかじゃないから本当に、なんかなそうですね。まあ彼らがね党としてはね存続するでしょうからね多分最後はね。簡単に崩壊するとは思えないので、まあだから野党化した後のことも考えていかないとまた同じ失敗を繰り返すことになると思うのでっていうことですよね。そうですね。だからもちろんね中道なんか投票する人も中にはいるし、それもね多分間違ってはないと思うんですけど。やっぱいう時になんか何を犠牲にしちゃってるかっていうか、よりマシってだけで何が足りないのかってやっぱ認識しておいてほしいなとはすごい思ってますね。だから共産党には入れるけど
その共産党に足りないものはこれかなって思って入れたりとかするわけですし。なるほど。そう。いや、すいません、真央さん、本当に。なんか、いろいろ、遅い時間までありがとうございました。いえいえいえ。話で。いえ、本当ありがとうございました。本当にね、たくさん大切な話をしてくださったと思うので、ありがとうございます。なんか一人だけ30分以上話してる。いや。まあね、本当ね、交通圏とかね、そのね、ヴィーガンの話だけでもね、あれは相当なボリュームのある話だったと思うの、濃密な話だったと思うので、ありがとうございました。なんかその30分って聞いてたので、なんでしょうね、なんか別になんか何も深い話はできなくてもいいかなと思ってはいたんですけど、まあでも話せたのでよかったはよかったですね。時間かかってたんですけど。いや、本当ありがとうございました。カラスマさんも本当お疲れ様です。いや、こちらこそ。もう長時間。いや、すいません。大丈夫ですかね。大丈夫です。ではまた、ありがとうございました。では、落ちますので、はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ということで、真央さんでした。いやー、すいません。ちょっと大変長かったですけど、いや、本当に素晴らしい、貴重なね、話だったと思うし、私がやっぱりちょっとできないことをね、話してくださったと思うので、本当ありがたかったです。ありがとうございます。真央さん、ありがとうございました。はい、ということでですね、まあなんかね、勝手に私すごい今満足しているんですけど、前回ですね、私のせいでいろいろ失敗してしまったちょっとね、カラスマトークスペースいかがでしたでしょうか。実際はね、こんな感じになる予定だったんですよ。はい。まあ、納得していただけないかもしれませんが、はい。まあね、今後もね、機会があったらこういう企画をですね、やっていこうかなと思いますので、まあよかったらね、ダイレクトメッセージでもいいし、コメントでも何でもいいので、私となんか話したいっていう人は、ぜひ、ですね、申し出ていただければ、はい、と思いますので、よろしくお願いいたします。いや、ごめんなさいね。ちょっと逆にね、30分縛りにしたけどね、もうちょっと1時間ぐらい撮ってもよかったかもしれないですね。まあ、それはね、次回以降いろいろ、もしあったらね、考えていきたいかなと思います。はい。この感じ好きですということで、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでですね、大変遅くなってしまいましたけども、深夜までお付き合いいただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。冒頭部分からアーカイブ見直します。戦争、紛争、虐殺、差別、独裁、反対ということでありがとうございます。で、明日なんですけれども、風花さんと、スカーレタ・クローワルツということでですね、ペーパープリーズ、ズープリーズの、第4回おそらく最終回になるかもしれない。おめでとう、あなたは入国審査官に選ばれたということで、まあ、差別に反対しつつですね、入国審査をするという、ちょっと、すげえゲームをやって頑張って攻略していこうと思います。イラストレーションはですね、おばけちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、いろんな方がね、イラスト描いてくれたりとか、してくれて、本当にありがたいと思います。カラスマラジオはね、なんか皆さんに本当支えられてるなという、いや、なんか勝手な実感で満足してて申し訳ないんですけれども、はい、まあこんな感じでね、まあトラブルに気をつけつつですね、今後もいろんな企画とかやっていきたいと思いますので、そうです、おばけちゃん様のイラストです。ありがとうございます。風花さんもご提供ありがとうございました。生で言い忘れましたが、戦争、紛争、差別、虐殺、あらゆる加害に反対しますということで、ゴブリンさんも本当ありがとうございました。お付き合いいただいて本当ありがとうございました。お話できて嬉しかったです。しょうがさんもありがとうございました。のんびりした時間を過ごせて幸せでしたということで、ありがとうございました。そうですね。落ち着いてね。あんまり、大丈夫ですよ。とりあえずね、暴言とかで差別発言とかなければ大丈夫なので、まあ、落ち着いてね、話せるっていう人はとかね、なんか話してみたいなっていう人はですね、ぜひ気軽に言っていただければ、お声かけさせていただきますので、よろしくお願いします。小倉とさん来ていただいてありがとうございます。出遅れましたが、アーカイブ見ますということでですね、前回もありがとうございました。ちょっと今回ね、4人の方とお話しさせていただきました。あり
りがとうございました。はい、ということで、よかったら、今日のになっちゃいましたけど、今日の9時から、ゲームの配信させていただきますので、ぜひとも、来てください。はい、ということで、皆様深夜までありがとうございました。お疲れ様でした。おやすみなさいませ。お疲れ様でした。ありがとうございました。